料理だけでもマスターさん、無課金のアンバー攻略振り返り。じゃあスパルと申します。無課金の1週間リサーチ123週目やっていきたいと思います。この1週間はアンバー渓谷登場キャンペーン2週間目の1週間となります。あれ1週目はと思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、なんやかんやあってデータが様々吹っ飛びまして、前回のねサマーフェスから突然アンバー渓谷登場キャンペーンまで飛びますねえ、ちょっといつもね楽しみにしてくださっていた方申し訳ないです。まあね、ちょっとこのアンバー2週目からまた振り返っていこうかなと思います。ってことで、毎回この1週間リサーチの動画では無課金初期税パルの超個人的な雑談をしているんですが、今回のテーマはアンバーキャンペーンの振り返りってことで、まあキャンペーンに限らずアンバー渓谷をね、どんなメンバーで挑んでたのかとか、どんな立ち回りしていたのかとか、そういったことを軽く紹介していこう的な趣旨となります。ちょいちょいコメントでもね、どんなメンバーでしたか的なやつをいただいておりましたので、まあ聞いてもらってる趣旨に合ってるのかっていうのはちょっと謎なんですけど、お話ししていこうかなと思います。そんなにはね参考にならないんじゃないかと思いますね。特にねこれからアンバーを解放するよっていう方は多分別の攻略ルートもあるだろうなと思うので、まあそういう話も含めてねまったりとアンバー振り返りやっていきたいなと思います。それでは参ります。ってことでね、アンバーキャンペーン2週目の振り返りをやっていきたいと思います。で、どっちのアカウントもアンバー実装週木曜日からね、言っていたので、フィールドボーナスは 10% となっています。で、メインアカウントが最終的にマスター7、およそ245万エナジーくらいで、サブアカウントがマスター5、およそ207万エナジーくらいでフィニッシュしました。で、マスター3がだいたい165万エナジーなので、フィールドボーナス 10% がなくてもどっちのアカウントもマスター3まではそれなりに余裕を持っていけてるねーって感じのエナジー感になってます。で、今回参考になる可能性があるとしたらここなんじゃないかって思う部分がエナジーの内訳に出ております。まずメインアカウントが木の実が83万エナジーほどで、料理が160万エナジーほど、まあ料理の方が倍ぐらい稼げてるよって感じなんだけど、サブアカウントが木の実35万エナジーほどで、料理170万エナジーほどってことで、もう見てわかる通りね、サブアカまともな木の実担当がいないんですよね。当時はね、レベル51のマルノームが一番フィールドイッチでレベルの高いポケモンでした。そこから現在ではクワガノンのレベル60も育成したんですけど、結局木の実のポケモンじゃないってことで、深刻な木の実アタッカー不足に陥っております。まあでもね、料理だけでもほぼほぼマスターさんはいけているっていうことで、これがね、何かしらの参考にならないかしらっていう感じですね。てなわけで、チームメンバーをざっくりご紹介しながら、私の普段の立ち回りについてなんかもお話ししていこうと思います。で、2アカウント分お話しすると尺がとんでもないことになりそうだったので、今回はほとんど料理でしかエナジーを稼げていなかったサブアカのメンバーたちをご紹介しようと思います。これね、アンバー攻略っていう大行なタイトルつけちゃったんですけど、サブアカのメンバー見たらね、自分でもびっくりするくらいアンバーほぼ関係なくて笑っちゃいましたね。まあそれはそれとして若干ねこういろいろね思うこともあったので、いろいろとお話ししていきたいなと思います。アンバーっぽいポケモンが出てくるのは次回メインアカウント編をお待ちください。まあそんなにたくさんは出てこないんですけどね。ってことで、サブアカの主要なメンバーこんな感じになっております。マルノーム、デデンネ、プクリン、クワガノン、デデンネ、色違い。そしてジバコイル、レントラー、マスカーニャ。そしてスイクン、カメックス、ウェルカモンヌオー。その他、時々の食材のポケモンといった感じになってます。デデンネとジバコイルとレントラーとカメックスが被っているっていうね実質11体みたいな感じになってます。木の実のポケモン不在だと本当に個性出ないよねで、どこのフィールドでも基本はこの辺りの子たちが中心で、それにフィールドごとの木の実のポケモンが入ってきたり来なかったりします私ね、トープとゴールド以外ってまともな木の実アタッカーがいないので、もしかして木の実のポケモンにそんなに恵まれてないんですかねね、メインアカウントも含めるとね、累計で1900日くらいプレイしてるんですけど、木の実得意のいわゆるお手木の
って一体もいないので、もはや伝説かなんかなんじゃないかなと思ってますまあそれはさておき、簡単にねみんなの能力を見ながらお話ししていこうと思います。ってことでこの子たちからいきましょうかね。まずはマルノームです。マルノームのヤシマルくん、この子はね能力的にはスキル確率アップ M を持っている子よりちょっと強いくらいって感じです。まあでもねこの子でも1日1万から1万5000かけらくらいは集めてくれるので十分よ今までねどれくらい稼いでもらってたんでしょうね。いつか集計したいです多分ね100万くらいはもう稼いでもらってるんじゃないかと思うんですよね。以前アップした動画で、年間120万かけらみたいなちょっとした試算の動画も出しましたし、それくらいは頑張ってくれてるんじゃないかなということで、今年のホリデーでも頑張ってもらおうと思います。でね、アンバーに来て一番気持ち的に嬉しいことってマルノームを編成しやすくなったことなんですよね。こう、食材も集まったよと。で、鍋も拡張できたよと。で、料理チャンスも 2、30% ありますみたいな瞬間に、木の実のポケモンいないしな。じゃあとりあえず、マルノーム出しておこうみたいなね、感じにできるのが、結構ね、ハッピーなんだよね。全然ね、マルノームより、ライチュウとかを編成してる方が、木の実エナジー高いんですけど、なので、ここは、感情面の話がでかい。木の実のポケモンがいないのをいいことに、週のね初めの方でも、いやでも木の実イッチの数少ないポケモンだしなって言い訳をしながらマルノームを編成しやすいので、ぜひ皆さんマルノームいかがでしょうかちなみにね、まだサブアカウントアンバー渓谷の好きな木の実を400何十個あげるミッションあるじゃないですか。あれクリアできたことないそんな感じになっております。マルノームね、問題があるとすると、問題だらけなんですけど、アンバーにゴクリンたちの出現がなかったので、レベル上げがね、しづらいのがね、本当にもうっていう感じになってます。レベル60にね、してキノコを解放してあげたいんだよね。そのためにかけらを使うのは、もう自分で稼いでるからいいでしょうっていうことで。今は木の実のポケモンがいないので、たくさん編成できて楽しいという非常に愛着の湧く一体となっています。マルノームでした。お次、デデンネです。デデンネはね、どこのフィールドでもうちのエースという感じなんですけど、さっきね、木の実のポケモンたちもあんな感じだったのでエースっていう感じにね、なってはおります。で、サブスキルがスキルレベルアップ M、お手伝いスピード M、スキル確率アップ M、そして性格わんぱくってことで、さすがに強いよね。サブスキルの種3つとメインスキルの種4つ違うか3つ使ったんですけどね、なんだかんだ2000時間以上もう一緒に寝ているみたいです。特に言うこともないデデンネなんですけど、地味にね、嬉しいポイントはこのコーン2つかなと思ってますね。サブアカね、ミニ流源戦がうまく終えられなかったので、キテルグマと一緒にここまで来たんですけど、ちょこちょこコーンが溜まるのは、助かるなという。ね、作りやすい若草コーン系の料理、お茶会コーンスコーンとか、作って、若草サラダとか作ってこれましたし、次からね、若漏れチップスも作りたいなと思っているので、そういうところで、若干嬉しいって感じです。性格がね、わんぱくなので、そんな数が多いというわけでもないんですけれども、大体入ってもらうことになるので、バカにならないというデデンネでした。お次、プクリンです。こちらもね、特に何も言うことのないうちのヒーラーとなっております。もうね、5500時間以上一緒に寝てるみたいです。2年以上の付き合いになるんですよね。早いね。で、この子はね、お手伝いスピードもそれなりに速くて、食材確率アップ S を持ってくれているので、甘い蜜がね、かなり溜まるんですよね。これはね、ゴールド環境でもだいぶ助かったんですけど、すき焼きとパンケーキでさらに使われることになったので、まだまだ活躍してもらえそうな雰囲気を感じてます。さすがにね、今後の追加レシピでは一旦下火になりそうな気もするんですけどね。そうなったとしても、現時点で使いやすければ今後もしばらく使いやすい食材だろうってことで、これからもね、日常使いの甘い蜜は基本この子にお願いしながらまったりやっていくことになるだろうと思います。
この子のせいでというかおかげでというか蜜担当がね育たないんだよねそこはね多分ヒーラーあるあるなんじゃないかなと思いますね。そんなプクリンでした。お次、クワガノン。この子はね直接ゲットしたスキルレベル1のクワガノンとなってます。まさかの AAA でもうサブスキル的にもかなり優秀だし性格も勇敢ってことで、ゲットした瞬間からねレベルも30だったので本当に長らくコーヒーのサブ担当として活躍してもらってました。基本的にはねずっとボスゴドラがコーヒーのメインを張ってくれていまして、でそんなメインのボスゴドラがいたのでアゴジムシってねずっとキノコの子を探してたんですよ、ゴールドにいる間中なんですけど、ついにキノコのアゴジムシの厳選を終えられぬままアンバーへ旅立ってしまったということで、アゴジムシの飴余らせといてもしょうがないなということでレベル60にしちゃいましたね。性格勇敢なのも相まってね、もう全然後戻りできない量の飴を使ったんですけど、ええかと。多分ねしばらくゴールド戻らないと思うんですよね。あとはね、進化後でゲットしたポケモンにも所持数が減らないアップデートが入ってくれたので、それもだいぶ追い風になりましたね。そんななんやかんやもあり、一緒に寝やすくもなったので、今では400時間くらいは一緒に寝てきたみたいです。というクワガノンでした。でもね、相変わらずキノコのポケモンは苦労してます。お次、レデンネ2体目ですね。この子ね、色違いなんですけど、まさかのね、サブスキル的になかなかパワフルなことなっておりまして、この子も育てたいなと思う一方、他のスキルもね、せっかくなら使ってみたいということで、がっつりとした育成は保留にしているという子になってます。で、アンバーの木の実担当がいないので、レデンネ2体編成にするのもなしじゃないとは思うんですよね。もうメインスキルの種ぶっ込んで。なんならメインスキルの種全然いっぱい一応あるにはあるので育てられるんですけどね。今はね、木の実担当がいない分、たまにメインデデンネと一緒に編成して賑やかしてもらってます。そんなデデンネ2体目でした。さて、ではお次はですね、料理パワーアップ S の子たちとなります。ほとんどね、料理でしかエナジーを稼いでいないという現状なので、鍋拡張できるかどうかが死活問題なんですよね。なので、マジでこの5体で編成する瞬間も、それなりにはあります。この5体出してる時ってピンチなんですけどね。あとは、レベル50のブースターがいるんですけど、その子はスキルレベル2なので、今の環境で活躍する瞬間があんまりないかなとは思ってますね。そんな感じで、みんな軽くだけ、ご紹介したいと思います。まずは、色違いのジバコイル。どことなく原色よりゴールドなロジャーくんです。で、この子はね、スキルレベルアップ M を持っていてくれていて、うちで一番スキルレベルが高いので、彼が中心になることが多いですね。で、アンバーになってから鍋容量、基礎容量が81まで増やせたので、この子のスキル1回ですき焼き、負けんき、エクレア、パンケーキが作れるようになりましたのがね、本当に快適になった。でもね、まだそれでも足りない料理もあるんですけど、グラタンもね、あと12あれば届きますし、結局ね、今、スキルレベルマックスにしたところで、スキル1回では作れないので、まだしばらくこのままでやろうかなというところであります。皆さんはね、ぜひ、鍋担当のスキルレベルは上げてあげてください。マルノームより、さすがにおすすめですね。はい。で、お次。通常色のジバコイル、〇〇くんです。で、この子が実はうちでスキル発動率が一番高い鍋担当になっています。なので、みんなはこういう子に出会ったら、ばっこり育ててメインスキルの種も、なんならサブスキルの種もあげてください。で、この子はね、スキルレベル3ということで、アンバー環境で鍋が12プラスできれば、メザパシチューとコーラが作れるようになりましたので、それを作りたいタイミングは、さっきのね、ロジャーくんではなく、〇〇がメインになります。基本的にはね、ロジャーが一発スキル使ってから、残りをスイープしてもらうっていう役回りが多かったりとか、リンゴさんヨーグルトサラダはロジャーのスキルだけでは足りないので、〇〇2発でお願いしたりとか、そういった感じになりますかね。お次。AB レントラーとなってます。レベル60だと ABC になりますね。で、この後出てくるスイくんが ABB でオイル集めがとっても得意なので、最近あんまり出番がないんですけど、アメブーストで無理やりレベル60にして、
出番増やしちゃおうかなと画策してはいるんですけど、クワガノンレベル60もいるし、どうしようかなみがあるんですけど、結局料理ね、鍋が拡張できないことには食材あってもしょうがないみたいなところもあるので、という感じですね。で、お次。こっちはね、AAC、C はまだのレントラーとなってます。この子はね、さすがにサブスキルがバケモンで、お手ボ、食 S、お手スピ M で、性格うっかりやとなってます。つい、この間というか、デカ盛りの雨ブーストでレベル50まで上げました。で、うっかり屋でね、メインスキル発生確率は下がってるんですけど、お手伝いボーナスも持っているので、誰かしら使ってくれたらいいよなってことで、あんまりは気にしてません。で、この子ね、基本的にはトマト担当になるんですけど、実はうち、AAA 打つボットがいるので、ただの食材集めとか、スイ君と一緒に編成するのとか、元気チャージ部隊で食材集めたいときは、打つボットに任せたりしてますね。でもね、やっぱお手棒もあるし、とりあえず入れやすいってことで、とっても活躍してくれている鍋担当の一体です。今週もね、デザート州でパンケーキ作っているので、出ずっぱりになってます。ちょうどね、電気木の実が選ばれたんですよね、EX。で、お次、マスカーニャ。こちらの子もね、色違いとなってるんですけど、ニャローテからゲットした子で、スキルレベルアップ M があって、レベル4の、スキルレベル4となっています。進化させて、とりあえず鍋部隊に参加してもらっちゃおうかなという感じのマスカーニャですね。で、実はうちですね、BB 打つボットもいるので、基本のポテト集めはそちらの担当になってます。なので、マジで鍋がやばい時とか、ポテトを使いつつ鍋を大きくしたいなという時にお呼びがかかりますし、なんだかんだね、性格生意気なので、結構ね、いぶし銀の活躍はしてくれるんですよね。って感じで、本当にレントラーとマスカーニャなんて何体だっていいですからね。ちなみに、先予告というかね、メインアカウントはレントラーが1体いて、マスカーニャが2体います。なんだけどね、ABB マスカーニャをどっちも狙ってるんですけど、どっちもゲットできていないという現状となっております。そんな鍋部隊の皆さんでした。で、これに加えてブースターもいるんですけど、この5体にしてても、鍋拡張を失敗するときはあります。なんならね、あります。なので、そこはうまいこと割り切ってください。はい、そんな感じですね。で、ヒーラーとかスキル系、そして鍋系ときて、最後のギミックが、スイ君となってます。お手伝いブーストで食材を集めるっていう、そのために活躍してもらってます。ぶっちゃけいてもいなくても、そんなに差ってないんですけど、無課金って基本的には、AAA の最強個体みたいなポケモンをたくさん揃えられるわけじゃないじゃないですか。そういうね、あと一歩能力足りないんだよなみたいな食材たちをプッシュしてくれるポケモンとしてとても優秀だなと感じてますね。スイ君がいるからもうここで厳選切り上げちゃおうかなみたいな判断もしやすいような、そうでもないような感じですね。そんな感じで、お手伝いブーストに限らず、お手伝いサポートとか、噛み合えばね、食材セレクトも無課金かなり使えるし、便利なんじゃないかなと思ってます。石住まいの評価もめちゃめちゃ高いので、食材噛み合う方はぜひ狙ってみてください。で、そんな中で、スイ君の魅力の一つって、私食材だと思っていて、食材確率がね、もう全ポケモン中でもトップクラスに高いんですよね、スイ君。で、レベル60になった今、ABB のうちの子はオイル担当としてもかなりの存在感を放ちつつあります。本当にね、クレセリアとかスイ君とかね、この辺すごい伝説のポケモンって感じっていうね、能力してるなと思いますね。ちなみに能力値こんな感じで、生意気がね、きつかったね。つい最近、2000時間一緒に寝まして、なんとかもうなんやかんやあってレベル60になったよという感じになってます。で、水タイプのポケモンたちはその時々に合わせて一緒に編成していくよっていう感じですね。そんな水タイプの面々なんですけれども、まず AB カメックスですね。レベル60がね、ミートなんですけど、ミートはね、ボスゴドラとかもいるので、彼がレベル60になる日は来るんでしょうか。キャラパワーで考えたらね、さっさと上げちゃった方がいいんだけど、ね、カカオ担当もうどうしようっていうね、本当に ABB カメックスを一生待っておりますね。サブスキルはちなみにこんな感じとなってます。十分強いね。そして、こちら AA、カッコ A カメックスです。最近ね、ミルクまだまだ使うので、ここからもさらに出番が増えそうなんですけど、
この子食材系の補正が一切ない子となっているので、困ってます。なんだよね。だからカメックスね、どっちも困ってて、もういっそこの子レベル60にしたろかと思わないでもないところまでは来ているんですけれども、ちょっとどうしましょうだね。ね、本当に木の実のポケモンのお手昨日は来ないんですけどね。悩ましいね。はい、続いて ABB ウェルカモちゃんとなってます。ウェルカモをね、スイ君と並べて使うのであればなしじゃないなということで育成してみました。飴もね、当時は余ってましたし、ネギもね、集めるのになかなか時間かかるのでいいかなということで育てましたね。今後ね、新たなネギのレシピが来たらさらに活躍するかもなということで、今はのんびり500時間リボンを目指しているという感じになりますね。で、まあ一旦最後 AANO となってます。まあこの子もね、そんなね特段強いというわけではなく、お手伝いスピード S があって性格うっかりやというだけの AANO ではあるんですけれども、やっぱりね元気チャージも相まって出せるシーン自体はね結構あるので、水君使いさんにはさすがにミカルゲよりヌオをおすすめしたいかなとは思いますね。まあそもそもねキノコに関してはミカルゲをおすすめする理由ってマジでほとんどないまであると思ってるんですけどね。アンバーでもね、パルデアウパーとドオーは出てくるので、飴も集めることができますし、本当にね、いいポケモンだなと思ってます。といった感じで、水タイプの面々ね、そんな強くないんですよね。今ね、ちょっと紹介してて、びっくりしてるまである。私、水タイプの厳選もそんなでもなくねみたいな。ねえ、まあ、スイ君が強いので、今のところはなんとかなってます。多分なんとかなってるといった皆さんが中心のメンバーとなっておりまして、あとは食材のポケモンたちを適宜添えていったりとか、まあ、食材が集まってきたらマルノームを編成したりとか、元気次第ではウツボットとかボスゴドラーとかラウドボーン、バンギラス、そしてスイ君みたいな感じでね編成して、その元気チャージチームを運用したりしながら、その時々で作れる料理を作っているという感じになってますね。今のところ料理に関しては毎食どれかを作ろうみたいなのは最近特にないですね。ゴールドの時にはね、コーヒーがメインだったかなとは思うんですけど、でかい料理の種類も増えてきたので、その時々で作れそうなやつを作るっていうことがかなり増えました。で、リンゴさんサラダもすき焼きもレベル60前後までレシピレベル上がってきましたし、デカ盛りでパンケーキもね、レベル60近くまで上がりそうなので、本当に使える食材が大幅に増えて、いろんな編成で進行しやすくなったなと思ってます。パンケーキはね、本当にデカ盛り1回でもう十分ぐらいまで、とりあえずのレベル上げはできたなと思っているので、しばらくは月曜日の朝担当みたいな感じにしようかなと思ってます。まあかぼちゃがね、そんなに現状備蓄しても強い食材ではないので、まあパンケーキが2、3食作れる分だけは常にキープしておいての進行みたいな感じになりますかね。アボカドのレシピに関してはもう全くと言っていいほどまだ作っていないので、これからはアボカドのレシピレベル上げをしながら進行できたらいいなというところでしょうか。本当にね、オイルの使い道が増えるとスイ君をさらに強く使えるので、グラタンは作りたいんですよね。ってことで鍋担当のみんなに頑張ってもらいたいなと思いますし、 ABB マスカーニャがゲットしたいです。で、デデンネのね料理チャンスに関しては基本的に 20% で交代してるんですけど、アンバーだとね、ある意味デデンネに木の実役の代わりをお願いすることになっちゃってるので、もう 30%、40%、50、60 喜んでのパターンも全然あります特にね、月火水曜日くらいまではエナジー稼ぎを優先してデデンネに頑張ってもらうっていうことが多めですかね。あとはね、そのスイ君ってスキルのポケモンとは相性が良くないので、スキル部隊と食材集め部隊は別々に編成することがほとんどですね。だいたいデデンネ入れてるときはジバコイルも入れてるしみたいな。で、まあちょっと鍋拡張緩くていいかなみたいなときは、まあマスカーニャとレントラーとスイ君とみたいなときもあるますマルノームとの相性がねあんまり良くないのがね悲しいところではありますよね。
で、食材の備蓄に関しては、プクリンの蜜とスイ君のオイルと、クワガノンのコーヒーあたりはあんまり持ち込まなくてもいいかなという感じでやってましたね。水タイプの面々の食材もスイ君と一緒であればそれなりには集められるので、今だとね、卵を集めておくことが多いですね。サブアカの卵担当が基本的にはこの AAB デリバードしかいないので、もう最近ずっとお仕事してもらってます。プレゼントがね、はかどるね。全然はかどらなくていいんですけど、シンプルにね、卵が今備蓄しておく用の食材としてはコーヒー並みの汎用性を手に入れてしまったので、マジでね、かぼちゃ厳選とかをしている場合じゃないのかもしれないなとはちょっと思ってますね。実用面でね。本当に今後はどうしましょうかね。とりあえずレシピレベルがカンストするくらいまでは卵中心で集めていって、そっから先はどうするんだアボカド中心にしたいなとは思ってるんですけど、アボカドもかぼちゃもね、厳選的にそれなりに微妙というところがありますので、その時々に作りたい、育てたいポケモンに合わせて作るレシピを調整するという感じで、食材の備蓄は適宜臨機応変にやります詰まるところが適当っていうねことではあるんですけれども、大体そんな感じとなっております。そんな感じでね、とりあえずレシピレベルの上がったでかい料理を連打していれば、意外と丸ノームをちょこちょこ編成しててもアンバーマスターさんくらいにはいけるっぽいので、ぜひねこちら参考にしていただけたらなと思いますが、参考になりますかこれでも自分でポケモンたちを紹介していて、木の実のポケモンなしだったとしても、すんごい個体値のポケモンがたくさんいなかったとしても、意外となんとかなってるんだなっていうのは改めて気づかされましたね。それこそね、スイ君とかデデンネはうちのメンツで見たらなかなかはちゃめちゃなサブスキルではあるんですけど、その2体とも金種銀種めちゃめちゃ食べさせてるのでやっぱ汎用性の高いポケモンをドカッとリソース突っ込んででも育てて、あとは気合でなんとかするっていうのがまだ有効っぽいぞということで一旦おすすめはしつつ、こっから先どうなるでしょうね食材のポケモンたちもレベル60以降って大きく強くはねなりませんし、でもレシピの食材の要求数は今後さらに上がっていくでしょうから、どうなるんだろうね。環境的にはレベル上限がね伸びていけば木の実のポケモンたちがさらに活躍できるんでしょうけど、育成のための夢のかけらってより莫大に必要になっていくはずなので、しばらくはね、とりあえずアンバーで活躍できるポケモンを探していけばいいと思うんですけど、厳選基準をやっぱりどっか上げざるを得ない身は感じていつつ、上げたところでね、別にそういう子がすぐ来てくれるわけでもないのでたまたまそういう子が来てくれた時に対応できるように丸ノーム頼んだよっていう感じですね。本当にね、アンバーとか EX にゴクリンがね出てきてくれればね、丸ノームのレベル上げもしたいところなんですけど、いないものはしょうがないので、やっぱね、木の実のポケモンはねいた方がいいと思う非常にねそれは感じますかね。今後も引き続きキャタピー、アーボ、チルット、タツベしっかり探そうかななんて思います。アンバー優先度のティア表のね動画でもお話ししたんですけど、とりあえずアボカド、カボチャ、卵のポケモンを今は探しつつ、一旦アンバーの木の実のポケモンたちを優先度高めに構えておくのが良さそうだなとは思うんですけどね。ぜひね、皆さんだったらここからどういうポケモンたちをゲットするのがいいと思いますぜひね、いやパレさんこのポケモンいいんじゃないですかとか、なんかね思いついたことか、私このポケモン育ててますけどとっても強いですよとか、パレさんのポケモンたちと相性いいんじゃないかなとかあったらね、ぜひ教えていただけたらと思いますね。やっぱ自分だけで考えてるとね、わかんなくなるね、ポケモンスリープね。
もしね、ホリデーまでにうまいことゲットできたら、アメブでごっつり育てようかなと思います。全然無理そうだよね。といった料理だけでアンバーマスターさんに行けたパルのサブアカのなんやかんやでした。ってことでね、ポケモン紹介意外とねやってみるとなかなか新たな発見もあってとても楽しかったです。次回はメインアカウント編ということで、まあそんなに変わり映えしないメンツではあるかなと思うんですけれども、サブアカとの差を一つ楽しみにしていただけたらなと思います。ってことで、無課金の1週間リサーチ、アンバー渓谷登場キャンペーン2週間目の1週間をお届けします。どちらのアカウントもフィールドボーナスは 10% で、メインアカウントは123週目、サブアカウントが120週目となっております。結構ね、ナックラーの出現数、ゲット数に結構な差の出たアンバーキャンペーンでした。どうぞー。じゃあ、ということで、サルパやっていきたいと思います。847日目のリサーチ、アンバー渓谷登場キャンペーンも2週間目に入りました。入ってしまいましたね。ということでね、1週間目で、まあ、アンバー新ポケモンの厳選が一体も終わりませんでした。2アカウントとも。いや、本当にね、そんなもんなんだよね、ポケモンスリープね。っていうね、ことをまあ改めてそんなもんだなというのを噛み締めながらやっていきたいなと思います。ということで、初日は3600万眠気パワーほどで、初日からポケモン6体来てくれてハッピーリサーチだね。サブアカも確か6体ぐらいのラインからスタートできてたんじゃなかったかな。なかなか悪くはない出だしだったんじゃないかなと思います。マジでね、昨日、デデンネが料理チャンス1回とかしか発動してくんなくて、夕飯もブースターが鍋拡張してくんなくてみたいな、もうはちゃめちゃな下振れスタートだったんだけど、その中でしてはね、よく頑張ってくれてるなというところなんだけど、星3寝顔が2体出てきてて、これは絶対に達兵衛たちじゃないから、もうちょっと怖いね。うとうとタイプだったかなと思います。めちゃめちゃ怖いんですけれども、見ていきましょう。参りましょう。初日のリサーチ。さあ、アンバー渓谷いっぱいいる。石住まいもみんないるじゃん。違う、お香置いてました。ねえ、ちょっと初日ぐらいがね、やっぱ一番ポケモンの出現数少なくて、新ポケ出会えなくて、ボーナスサブレを不意にするっていうのが怖かったので、本当はね、雨的にももうちょっとエナジー高まってから、星3ネガをお腹の上が引けるタイミングでね、使った方がお香はいいんだけど、ちょっとね、リスクケアで起きましたが、しっかり3体来てくれてるぜ。嬉しすぎる。オッケー。じゃあ周りね、びゃっこり見ていきましょうか。ひとまず大安心だね。オッケーということで、さらにぺったりしてるのはもう1体。ナックラーかと思ったぜ。キャタピーでした。さあ、そして、右側どうでしょうか。星3寝顔がもう1体いて、あと1体だね。チャンスがあるとしたら、ナックラーもう1体ぐらいいないね。ヒノコネロコンがいて、うわ、ストレッチね。ナックラー来とる。うわ、めちゃくちゃいい感じじゃん。ぐっすりタイプだぜ、今日。うとうとタイプだぜ、睡眠タイプ的には。というところではあるんですけれども、お香を使ったのはね、石住まいだけなので、そうじゃなくて、小ピックアップしっかりうとうとから立つべ。そして、ナックラー、来てくれました。オッケー。この伊藤白根のキャタピーはもしかしたら最終枠だったとかそういう感じなのかな。そんな感じでまとめてリサーチしておやつタイムやっていきましょう。いや、めちゃめちゃいいリサーチだったんじゃない？キャタピーの星3と達兵衛たちの星2って結構近いぐらいの眠気パワー消費だったっけね。そんな感じで初日かなりいい感じのリサーチでスタートできました。これは嬉しいね。あとはみんなたっぷりサブレ食べてほしいなと思います。今週ね、ニュームーンデーもあるから、そのタイミングでもいっぱい引きたいよね。さあ、チャンスが、そこで外すんかい。ねえ、7分の4新ポケだったので、ちょっとそこはよろしく頼むよというところなんだけれども、さすがにチャンスついたキャタピーはサブレ上げていきましょうかね。メインアカウントはね、すでに1体バタフリー育てているので、ぶっちゃけ雨そんなにないんだけど、育ててるバタフリーがね、はちゃめちゃ強いという子でもないのでね、いつかのお敵のに向けてサブレ投じていきたいなと思います。そしてポケサブレが0枚になりました。こんにちは。一旦あれだな、ナックラーにサブレ上げてから考えますかね。オッケー。じゃあやっていきましょう。いや、こっからサブレがついに手持ち外からゴリゴリ削られていくことになるんだけど、てかスーパーサブレももう全然ないからどうしようね。さあ、サブレも
もう残り25枚になっておりまして、今週のミッションでもらえる分が一応5枚あるにはあるがといったところだね。さあ今日はしっかりとミスらずにね、反復横跳びでナックラーが最速満腹になってしまっても大丈夫なように立ち回っていきたいと思います。オッケー。さあフレンドレベルが12になります。11体目のナックラーちゃんとね、まだ AAA は1回も引いておりません11% って意外とそんなもんだよな。逆に8体までで AAA を1回以上引ける確率が 60% あることに私はびっくりしてる意外とそんぐらいあるんだなっていうね。さて、でスーパーサブレをどこまでキープしておくかなんだけど、ハイパーサブレだったらね、無進化ポケモン、フレンドポイント16のポケモンがチャンスついた時とか、ダークライがチャンスついた時とかに投げてもいいかなと思いはするんだけど、スーパーサブレだったら使っちゃってもいいんじゃないかなとなんとなく思ってる。普段ね、スーパーサブレ使うのめちゃめちゃ下手なんだよ。ナイス、ありがとう、満腹じゃなくて。スーパーサブレをね、めちゃめちゃ余らしてしまうので、スパサブは積極的に切っちゃっていいかなと思ってますね。ってことで、石住まいにスパサブ投げちゃおうかしらね。ナックラーを優先した方がいいんじゃないかというところはあるんだけど、ナックラーもうフレンドレベル10超えちゃったからしょうがない行かざるを得ずってことで、ここはね、石住まいにスーパーサブレ上げていって、残念ながら大成功出ず、もう交換した5枚のサブレはどこかに行ったんですかとね、目をキョトンとさせながらポケサブレ交換していってやっていきましょう。今週さ、ポケサブレ交換しすぎると、私あれじゃない？メインスキルの種交換できなくならない？待って、何枚交換していいのかちょっと考えた方がいいかもしれない。達兵衛どうしよう。達兵衛どうしよう。達兵衛これ1回ステイマジ？達兵衛ステイマジ？1回ステイするか、メインアカウントは。ちょっとね、ポケサブレが不安になってきたので、達兵衛ステイで立ち回っていきましょう。サブアカはね、木の実のポケモンがいないので、達兵衛しっかり狙っていきたいところなんですけど、一応メインアカウントいるというところで、達兵衛ステイでやっていこうかなと思います。ウトウトタイプだったということもあり、達兵衛ちゃんにしておこうかなと思いますね。さあ、ということで、今日の感じです。今日の感じです。一番眠気パワーを使っていたのはスヤスヤのロコンだったよというリサーチでした。で、タイプがね、ウトウトタイプだったから、やっぱりキャナビーはもしかしたら最終枠的な出方をしてくれているのかもしれませんでね。オッケー。でもめちゃめちゃいいリサーチでした。やっぱいっぱい出てきてくれればね、それだけ雨的にも非常に助かるし、最初はね、レベル30とか、進化までとかが大変だなと思っているので、そこまでの分の雨は稼いでおきたいということで、ナックラー石住まいをお迎えしました。レベル14、素直なナックラーでスキンスキルは確定してます。SP450 はなんだろうね、よくわかんないね。先のみ S じゃなくて食材なんでしょうか。せーの、ぴょん。おー、ついに引いたぜー。やっと来たねー。何体目だ？メイン赤は11体目で、サブ赤まで入れるともう14体5体そのぐらいねお迎えして、ようやくの AAA となりましたね。確率的にはね、そろそろ引いてもよかんべというところではあるんですけれども、スキルレベルもしっかり1。もうここの3を何度見たことが、何度って2回ぐらいだと思うんだけどね。ということでね、木の実 S でもなくてスキルレベルアップ M でもないので、ここでね、なんかバシッとお手ボ食 M とか引いた日にはね、もう大勝利をということでね、大勝利になるか。サブスキルせーの、パン。お手ボ食 M あるけどお手も所持得るまでは最高だったんだけどな。元気回復ボーナス場所変われ惜しいね。ちょっとあまりにも惜しいね。いやお手も所持得るの時点で悪くはないんだけど、性格がね、これでうっかり屋さんとかだったらちょっとかなり育てるラインだったな。食 M100 いや、やっぱね、これが大変だよね。25か50に食材確率を持っていてほしいっていうね、本当に長き戦いだぜ。いやー、でも一応お手棒ナックラ AA なので、もしかするとキープするかもしれないわかんないね。でもついに AAA 引けてね、この2周目の出だしをものすごくいいスタート切れてそうなので、ちょっとこっから続くみんなにも頑張ってもらいたいなと思います。さあ、もう一体見ていきましょう。ナックラー、こっちもメスの子レベルは14。生意気はなんかあれだね、スキルのポケモンになりたい雰囲気をものすごく感じるね。こないだ生意気スキルレベルアップ M スキル確率アップ M のナックラー引いたもんね。もう
石住まいだったらステータス見ていきましょう。ドン SP461、生意気の分が上がってるんかな。さあ食材なんでしょうか。せーのパン ABC タイプ。そう簡単にね2連続では引かないよということで、なちゃんのレベルも上がってないサブスキル。せーのパン。お手棒の流れは続いてますね。お手棒でスペーススキル確率アップース生意気石住まいだったら採用だねさすがに採用すぎない？食材が ABC でも石住まいなら一旦いいかみたいなところもあるしねということで、またしてもねスキル得意にキナックラーがネキナックラーがね来てくれたわけなんだけど、それは石住まいでやってくれよ。今度こそよろしくお願いします。見ていきましょう。石住まいは金スキル確定してません。5体目のお迎えとなってます。レベル重力容器は悪いか悪いかステータスドン SP492。 ちょっとわかんない。石住まいもともと SP 高めだからね。食材なんでしょうか。せーのピャン ABA タイプとなりました。オテスピ変わってなさそう。食材数も変わってなさそう。スキルレベルが1だね。わかんないわ。サブスキルせーのひょい。スキル確率なんだ。そして所持エースも持ってるよといったところです。リサーチ EXP ボーナスもありながらというところではあるんだが、石住まいちゃんね、今そんなに飴がないから3体の中ではぶっちぎりでね、陽気が助けてくれるということもあるのかもしれないいやほんとちょっとどこまでで厳選区切るのかっていうのは考えとかないといけないよね。さすがにサブレもだいぶなくなってきたしねえ、ということで本当にね、なかなかナックラーと石住まい場所変われ現象がねめちゃめちゃ起きまくってますけど、2週目初日で一発目でいきなり AAA ナックラーに出会えたので、何か幸先良さそうな風はね微風ながら吹き始めているのかなというところで、サブアカ楽しんでいきたいと思います。バトンタッチじゃあということでサブアカのリサーチもやっていきたいと思います。鍋が大きくなりますねえ、鍋が大きくならないので、もう緊急招集でなんとかしてくれって言ってますね。こんなもんだよねちょっとね週の頭だけは頑張ってほしいんだよね。水曜日ぐらいまでは頑張ってもらえたらなと思うんですけれども、だからここにボーマンダ入れたいよねボーマンダもね何気にそうあれです。サブアカ80スコアになってしまいましたそう多分ねぐっすりのね入眠判定が取れてなくて、寝た時に寝つくまでにかかった時間がなんかすごいことになってしまっていて、80スコアになってしまいましたね。ですやすやになってしまいまして、非常にねさっきまでのいい流れとは一体何だったのかというぐらいの立ち上がりですしかも今日鍋拡張も出てきてくれないし、でもなんかカビゴンすごいいい色して、なんかポケモン5体だ6体出てきてくれませんでした。私のミスですね、この入眠なんとかなってほしいよね。昨日はでも確かにちょっとねなんか寝つけなかった気がする。なんかねいつもね私明日どんな動画作ろうかなとか思いながら布団でじっとしてるんだけど、だいたいねどんな動画作ろうかな、アンバー渓谷のスヤぐらい本当にすぐ寝ちゃうんだけど、昨日はねなんかずっとなんか結構考えられていたような気がしますね。それはさておき、ポケモン6体に乗せられなかった残念な男の2700万眠気パワー。でもなんとか80スコアいってくれて、そこは良かったのかなと50、60喜んでぐらいじゃなくてよかったのかなと、60、80喜んでで、嬉しみながら行きたいと思います。よろしくお願いします。しかもお香も置いたんじゃなかったっけな。でも違うこのお香置いたんだっけな。石住まいが来ててとりあえずにっこり。お香は置いてません。危ねえ。お香、ウォーグルいる？おしゃぶりねだ。でもいいしずまい来てくれてよかった。マジでウォーグルいるんだけどびっくりした。いると思わないからウォーグルの星1ネガを羽休めね初リサーチです。来てくれました。だいたいあれなのかな、達兵衛とかの星2ネガオぐらいあるのかな。でかいよねウォーグル。本当に猛禽類好きでさ、ウォーグルは星3ネガオだけ多分若草本島なんじゃないかで見たことがあるっぽいです。若草じゃないのかな、どうだろう。仲間のためならどれだけ傷つこうとも戦うをやめない勇敢な大空の戦士。いつでも戦えるよう備えているのか、眠っている時でも葉繕いをして
体を整えている姿が見られるよといったウォーグルになってます。びっくりしたぜ。こんなさ、初日のさ、2700万眠気パワーとかからあんなでかい羽見たらひっくり返るよね。さあ、そしておしゃぶりねのエレズンがいて、そして左側にシンポケ来てるかい？どうだい？眠気パワー的には来ててもおかしくないと思ってるんだけど。どうだい？ニューだ。ニュー？待って、ニューもうちょっとニュー不審だよ。誰でしょう？せーの、パン。石住まい嬉しい。今日すやすやなのに。来てくれたんか。こもらないねだね。まあ、さすがにあれか。ウォーグルの星1の方が全然強かったね。という感じではありましたが、のぺーってしてるね。石住まいのこもらないねでした。ちょっとそののぺーの瞬間もう一回見てもらいたい、みんなに。この瞬間ね。伸びてるんですよ。めちゃめちゃ可愛いよね。オッケー、これで石住まいコンプリートだ。星2を見たことがなかったぜ。好みの石に穴を開けて住みかにする石住まい。ごくまでに石を抱えて眠る姿が発見されているけれど、お気に入りの石を見つけて満足しているうちに眠ってしまったのかもしれないね。ということで、あとは達兵衛のお腹の上根を残すのみかな、サブアカは。ね、かなりいい感じに寝顔が埋められててにっこりではありますし、2体ね、この5体中2体お香を焚いてないのにシンポケ来てくれたのは本当にありがとうだし、スヤスヤはあれだ、ムンナだけだ。5体だから、スヤスヤの最低保証の数が1体だったんだね。確か 30% とかって言われてるんじゃなかったっけ？なので、まあ5体の 30% は 1.5 体。で、1.5 体で合ってる？合ってるか、さすがに。だけど、小数点切り下げなのかな？で、1体ということになったんですか？まあちょっとね、今回闇鍋の仕様もよくわかんないね。絶食枠がどうとかそういうのもちょっといまいちよくわかってないけど、まあとにかく素敵なリサーチになったよといったところですね。そういうのだから7体目からは2体固定されるのかなって、睡眠タイプにと理解してますが、もし間違ってたら教えてもらえたらなと思います。エレズンもゲットしたいねー。オッケー、まとめてリサーチしておやつタイム入っていきましょう。どうだったんだろう？リサーチそのものとしては若干下振れてんのかなまあしょうがないね、80スコアだったから。さあ、チャンスは誰にもつかずということでやっていきましょう。まあさすがにウォーグルもね、ウォーグルからゲットするというのも違うだろうというところがありますので、じゃあせっかくなのでこもってなかった方のね、石住まいからお迎えしていこうかな。ここも2体来てくれたので今大成功かと思った一瞬。でしっかりと反復横跳びでお迎えさせてもらいたいなと思います。1周目のね、サブレどれぐらい使ったかっていうのをね、コメントで聞かれまして、メインアカウントがね、1週間目で41個とか使ってたのかな、サブレ。で、サブアカが29個ぐらいだったから12個分ぐらいね、差があって、ボーナスサブレの分を除くと、メインアカは1日5枚ずつぐらい使ってたっぽい。すごいね。で、サブアカは3枚ずつぐらいだったから、やっぱサブアカがね、いかにこう満腹引いたりとか、その新ポケがあんまり出てこなかったりっていうのが結構可視化されたというか、まあ、逆にね、メインアカウントがかなり上振れたなっていうのが見えた、そんな感じだ。そんな感じだ。ねえ、なので、じゃあサブアカの方がサブレ的に満腹です。満腹ですか？そうですか。はあ、そうですか。まあ、じゃあサブアカの方がサブレ的に余裕があるのかと言われると、今は余裕があります。今は余裕がありますよというところなんですけれども、しっかりとね、まあそうとはいえかなり減ってきてはいるし、眠りの約束3回のね、今週のミッションの5枚も含めて、ちょっとね、様子見ながら、でもサブアカはなるべく全力で新ポケモンをお迎えしに行きたいなと思います。そうか、満腹回シーズン前またぜひ来てねというところで、しかしながら1体を迎えできてハッピーでした。メインアカウント本当に先週からね、そのポケモンの出現数だけはかなり上振れてくれているので、その勢いのまま、行ってほしいなって言おうと思ったけど、サブレはないから別に行かなくてもいいけど、まあ行ってほしいね。飴もらえるのはありがたいからね。オッケーということで、ウォーグルと石住まいの星にネガをね、ごちっと埋めることができて、ホクホクのリサーチだったかなと思います。明日はちゃんと100スコア取りたいんで、そりゃそうなんだけど。ね、ということでお迎えしたのは石住まいです。何体目だ？そんなにゲットしてないので、こっち3体目となってます。控えめは、まあ悪くはないか。見ていきましょう、ステータスドン。SP527 高えな。石住まいちゃん、お元気下がってるとは思えない、あれなので、まあ一旦食材、来てくんないか？サブスキルじゃない食材、せーの、ぴゃん、ABB。ダメでした。お手スピは遅いか。これはでも控えめの分で遅いね。所持数普通だ。これスキルのレベルが上がってるかい？ぴゃん。2だ。
2でさ、こんだけ上がるんだよ、石住まい。すごいよね。さあ、残りのサブスキル見ていきましょうか。スキルレベルアップ S が確定しましたので、M。スキル確率アップ M。最高だ。サブスキルせーの、ポン。スキルレベルアップ S、最大処理数アップ S、食材確率アップ S となりました。難しいね。本当に、なんかの間違いでね、お手ポーテス PM、スキル確率アップ S、生意気。生意気きついんだけど。ねえ、引いてほしいところだよね。ギリね、石住まいね、一旦レベル 30AA とか、最悪、30レベルがね、AA 食材、アボカドじゃなかった場合はレベル25度目とかも、でもレベル50まで育てるか、そのサブスキル構成だったら。みたいなところでね、低レベルでも運用しやすいので、ギリ生意気もありというところでやらせていただければなと。思います。ということで、ちょっとね、初日にして計測のね、ミスなどもありつつも、かなりいいリサーチにはなってくれていたので、この勢いのまま、今週駆け抜けていきたいなと思いますし、途中でニュームーンデーもね、入ったりしますので、そこでもね、色違いでわちゃわちゃできたら最高だよね。そしてみんなのところにも色違いが来ることを願っております。今週1週間、アンバー渓谷登場キャンペーン2週間目も楽しんでいきましょう。今週もよろしくお願いします。じゃあ、ということで、朝レポやっていきたいと思います。848日目のリサーチ、アンバー渓谷登場キャンペーン2週目の2回目のリサーチ、100スコア出せてない。100スコア出せてないということで、これは寝つくまでにかかる時間がやっぱり昨日もね、寝つくまで失敗してたんだけど、今日も若干失敗しているよというところでね、特徴なしタイプでよろしくお願いします。すやすやじゃなかっただけ、マシなのかといったところですね。昨日サブアカがね、80スコアだったんだっけねといったところで、今さ、そう、スリープポイントがさ、大ピンチだから、ちょっと80スコアもちょっとやめてくださいという感じではあるんだけれども、昨日の今日でね、100スコアが出せないよという。ねえ、そんな感じとなっております。2日目しっかりポケモン7体ラインに載せることはできまして、欠損1なので、そこはギリ助かったのかなというところでした。やっぱ80とかなっちゃうとね、元気回復的にもちょっとというところありますので、ね、星3ネガを2体用中の上値はなしのリサーチとなっているので、多分いい感じに眠気パワーは使い切れたリサーチになってるんじゃないかなという気がしてるんですが、これぐらいの眠気パワーになってくれば、星3ネガオがね、そのナックラーとか石妻いいとかの可能性もあるかなと思うんですけれども、やっていきたいと思います。参りましょう。リサーチへ特徴なしタイプとなっております。ニュームーンデーは明日からだね、まだです。さあ、チルッとヨーギラス、石妻いかこれ、潜ってるのはナックラー、しっかり。星3ネガオナックラーが来てくれてますが、ここまでは全員あれだね、ぐっすりタイプとなっております。さあ、お香7つミッションのためにという意味も込めて、回復のお香も使っていましたので、99スコアもギリギリね、そこで助けてもらっているみたいなところがあったりなかったりしますけれども、ペッタリはそうなんだよね。キャタピーはナックラーなんだよね。この闇鍋の状態でペッタリに来るとね、ドキドキしちまうぜってことで、さあ、キャタピーになってます。でもあれだね、ナックラー以外は今のところ、眠気パワー消費かなり控えめな感じだから、もう1体の星3ネガオもで新ポケモンに期待ができる雰囲気にはなってるかなと思うんだけど、そうなんだよ。もしかしたらね、サムネイルとかになってるかもしれないんですけど、ちょっと緊急事態というか、サブレがね、ない。やばい。で、今日寝ると、明日、眠りの約束3回ミッションのポケサブレ5枚が支給されるんだけど、そっから先ちょっとね、相当絞らないといけないんだ。で、ダークライも出てくるから、マジでどうしようと思って、さらに羽休めのはチルッとで、これ本当にあれだな、新ポケの可能性がありましたけど、ね、星3ネガをパルデアウパーだったから、新ポケよりかと思っていたら、その下には達兵衛もしっかりと寝ていてくれたというリサーチになりました。ちょっとね、今、達兵衛はね、メインアカウントあんまりサブレ上げていないんだけど、昨日達兵衛にサブレを上げないっていう選択をした私は間違ってなかったっぽいわ。ちょっとね、もう傍若無人にサブレ投げていけない、天意無法なサブレの投げ方ちょっと NG ですといった感じになっているのかなと思います。やっぱちょっとね、私ポケサブレよりね、メインスキルの種を重視したいなという思いがありまして、ありますのよありまして、ちょっとね、それ考えるとね、今ね、残りのスリープポイントが
2922ということで、メインスキルの種をもう下回っちゃったんだよね。昨日ばっこり交換したら。で、何も考えず昨日は交換してたんだけど、下回っちゃって、今月があと、10日ぐらいということで、ここにプラス1000ポイントされて、EV ウィーク来てくれ1121スリープポイントくださいマジで。で、それがあるとね、若干回復するんだけど、メインスキルの種3600を、もうちょっとしっかり交換したいなと思っていて、ね、石住まいもどっかで育てるかもしれないし、ライコーにもメインスキルの種あげたいし、いずれダークライにもあげたいしみたいな、ちょっと使いたいところがね、渋滞してきつつあるので、それ考えるとね、これ、やっぱ今、ポケサブレに回してメインスキルの種を一回お休みするっていう選択肢も確かにあるのよ。で、どうしようかなと思って、感覚的にはね、メインスキルの種優先した方がいいのかなと思ってるんだけど、メインスキルの種それこそサブアカ今15個とか手元にあって、ありがとうサブレ節約サンキューナックラ。手元にね、サブアカは15個とかあって、言ってしまえば使わないで取っておく時間もすごい長くなるアイテムではあるのよ。欲しい時にはドバッと欲しいんだけど。だからね、ちょっとそこの駆け引きをどうするのかっていうのを、今日ぐらいまでに決めないとなーって思ってるんだけど、明日一応ポケサブレ5枚手に入るから先送りにはできるねえ、どうしようみんなはどっちの方がいいと思う？サブレ。でも今はサブレなんじゃないですかって。やっぱ厳選進まないとその先にもいけないし、今はサブレでメインスキルの種後回しにしてもいいんじゃないですか。ホリデーでもゲットできるかもしれませんし、これ今ね、5000ダイヤ近くどっちのアカウントも持ってて、サブアカはギリギリ5000ダイヤいってないかな。メインアカウントが4500、600ぐらいで、サブアカはもう5300ダイヤぐらいあったかなと思うんだけど、それをね、ホリデーとかニューイヤーのタイミングで何かしらのパックも買うと思うのよ。基本的にはサブスキルの種を中心に買いたいなとは思ってるんだけど、そこにね、もしかしたらメインスキルの種が一緒に入ってるとかもあるかもしれないし、サブレもそこで補給できるかもしれないしみたいなところを考えて、じゃあどっち選択するんですかっていうのと、ホリデーのためにね EX に行くとしたら EX チケットが必要だから、その分のスリープポイント200ポイントもかかってくるっていうのも考慮に入れなくちゃいけなくて、今ちょっとね、スリープポイント絡みの駆け引きがね、始まってる、私の中で。何の駆け引きね、別に、ね、引いてもいないんだけど、あっちらは。ね、私が押すか引くかを決めるだけなんだけど。ね、というところでね、ちょっとどうしようかをね、今日明日ぐらいで、心決めないとなっていうタイミングだったっていうのを、昨日気づいた。あれスリープポイント3600割ってるっていうのに気づいたという感じとなっておりますけれども、本日はナックラーが見事に、ポケサブレ節約を決めてくれました。ありがとうございます。見ていきましょう。レベルは14。控えめいいよ。控えめグッドだよ。ナックラーいいよ。ステータス見ていきましょう。ドン !SP492 は木の実が2個。でも食材で食 M 持ってたらさすがに育てるぜ。食材なんでしょうか？せーの、パンB タイプとなりました。まあ、悪くないよ。立ち上がり悪くない。レベル25食 M よろしくお願いします。サブスキルせーの、ポン遠いねレベル50もね、お手スピ S でこの控えめのお手伝いスピードダウン分ぐらいは相殺してくれそうな雰囲気なんだけど、食 M 遠かったね。これ25と変わってくれ。そしたらさすがに育ててちょっとね、サブレを節約するのかどうするのかっていうところにもう一歩踏み込めたんだけど、だから今日明日ぐらいのリサーチでまだね、ギリ手元のサブレに余裕がある分のリサーチを経て考えるっていうのが正しいのかもしれないね。てかさ、明日以降のダークライもどうしようなんだよね、マジで。そんなナックラーでありました。控えめ AA は嬉しいが、今この子より強いナックラーっていたっけななんかそれぐらいの雰囲気です。私のナックラー厳選ね。13体ここまでメインアカウントはお迎えしましたけれども、この子より強い子がいたかどうかわからないぐらいの雰囲気となっております。まだまだ頑張らなきゃいけなそうなんだけど、本当にちょっと今週ポッとなんとかねしてほしいね。サブアカバトンタッチしていきましょう。じゃあということでサブアカのリサーチもやっていきたいと思います。サブアカの方がね、若干余裕があるんだけど、スリープポイント的にはメインアカウントの方がね、よっぽどポケサブレ投げてたっていうことの裏返しでもあるんだけど、今月の分の
メインスキルの種まだ交換してなくて、これを交換もういっそね先にしちゃってやるっていうのもありだなって思ってるんだけど、サブアカは言うてもメインスキルの種にまあまあ今余裕があるといえばあるから、どうしようかなっていう感じなんだよね。メインスキルの種見てよ、15個あるからね、これでプラスマイナスとかを育てようかどうかっていうのを今すごく悩んでいるというね、悩みながらもう時がとても経ってしまったというね感じになってます。ちなみに水タイプ3体だねウェルカムもレベル60にしっかりなってくれました。ヌオーちゃんは全然レベル34とかですそんな感じでやっていきますかね。今回ね、新緑アボカドグラタンだっけがカレーに追加されたことによって、スイ君のオイルのね使い先が新たに生まれまして、ウェルカムが大豆とネギだから目覚めるパワーシチューとイヤイギリスケーキカレーに強くて、ヌオのキノコは目覚めるパワーシチューでっていうのに使えて、もう水タイプたちのね食材がかなりカレーで生きる環境になってきているので、やっぱアボカドなんだよね。アボカドをなんとか抑えていきたいんですが、こっちはしっかりとね入眠できたみたいなんだけど、すやすやになりそうか。うおー、すやすや引いちまったぜ。サブレ節約的にはねありがたいというところもあるんだけど、やっぱ新ポケ出てきてもらってボーナスサブレはねしっかり投げていきたいのでというところだね。昨日ね多分ポケモン6体ラインになっていたのにね、80スコアだったことによりポケモン5体しか出現してくれなかったメインサブアカウントでありますけれども、今回ポケモン7体しっかりと出せました。今日の料理大成功次第では明日8体ラインに乗るかもしれないなというところではありますが、まあ明日はどうなんだったっけ、どっちのアカウントも明日ダークライ確定とかだったような気がするので、ちょっとね明日置くっていうか今日置くお香、明日からね3日間今日から3日間お香を置いてニュームーンで色違い確率アップよろしくどうぞでやっていこうかなと思ってるんだけど、ダークライが来た場合にダークライにサブレ投げるのかそうじゃないのかっていうのも決めなきゃいけないからそれを今日は、決めながら寝たいなと思います。皆さんはどうしますかそれもねぜひ教えていただけたらなと思います。ということで、すやすや6000万年向けパワーほどのリサーチとなりました。星3ネガを1個だけで星にいっぱいあるから、星3がさっきみたいにタツベとかナックラーとかっていう可能性もあるけど、果たしてといったところだね。見ていきましょう。よろしくお願いします。すやすやタイプになってしまいましたが、新ポケ来てくれるかーい。タツベナックラー、石詰まいすさまじいリサーチも全部見えた今。いや7体、いやお香で石住まいを呼んでいまして、羽広げてて、ここまでで7体が見えていくというコンパクトリサーチになっております。ということで、すやすやからは右上ロコン、左上 EV、左下ネイティが来てくれたよという感じで、星3石住まいちゃんはこれお香の子である可能性もあるのかな。ちょっと星に寝顔が3個だったよね。いやまだわかんないか。でもう1枠がどうなってるか次第だね。さあ見ていきましょう。OK、どこにいるんだいもう1枠。なんか右側じゃなさそうな雰囲気を感じたが、右側パピャッと見ちゃいましょうか。右側じゃないね。右側じゃない。左側にあと1体星3寝顔なのか何なのか。いてくれてますか星2なのか何なのか。よろしくどうぞ。羽広げね。これネイティだね。羽広げてますということで、お香で呼んだ石住まいは星2だったということですといった感じだね。もしかしたらこの EV ロコンは最終枠で絶食枠で来てくれてた子たちになってるかもしれないね。めちゃめちゃ出現したんだけど、スリープポイントの話をねしていたんだけどね、達兵衛もなんならサブアカはゲットしたいしというところで、一旦おやつタイムやっていきましょうか。8体中4体新ポケモン、過去うちお香1体という感じになりました。チャンスとかね、こっからは先はマジでちょっとチャンスの力を借りたすぎるなといったところだね。OK、リサーチそのものはめちゃめちゃいい感じのリサーチでした。ありがとう。さあやっていこう、おやつタイム。だからちょっとねサブれないからね、お香もどうしようかなっていう、マジで色違い出てきてほしい。チャンス頼む。なんで2V1 外していきました。こんにちは、パルと申します。2V1 を外しました。ちょっと今ネイティにサブレを上げてる余裕ないかもな。どうしようネイティさ、私ラピスラズリ湖畔でまともに活躍できるサブアカのポケモンがあれなのよ。あれ
エーフィーレベル60木の実 S しかいないからね、どうしようかなっていうところで、まあ、ちょっと一回ネイティ後回しにしよう。で、今日は石住まいからお迎えしようかな。まあでもまだね、まだなんとかこっちはスリープポイントあるんで、ゲットしていきましょうか。で、そう、コメントでね、今までさ、だいたいナックラーを先にゲットして、石住まいをゲットしてっていう順番でゲットしてたんだけど、ナックラーがスキルモリモリの子で、石住まいがなんか食材のポケモンになりたそうな子みたいな逆転現象があまりにも起きすぎていたので、それ考えるとちょっとね、逆にしてみたらいい結果が得られるんじゃないかということで、逆だったかもしれねえ現象をやってみたいなと思っています。まだ5枚ぐらいは買う余裕あるな。本当か？まああるな。いやマジで1121ポイント1121ポイント欲しすぎるな。さあ、満腹ならなければ、スーパーサブレはね、まだ6枚ぐらいあったかな。控えてますので、どうですか？ありがとう。お迎えさせてもらおう。このスーパーサブレでなんとかやりくりしたい。いや、達兵衛どうしよう、マジで。いや、達兵衛もね、行った方がいいんだけど、状況的に木の実のポケモンいないから、サブレが全然ないんだよね。マジでどうしよう。ナックラーはもちろん行きます。よろしくお願いします。いや、でも、達兵衛行くんだったら、ネイティ行ってる余裕なくないか？うわぁ、本当にネイティ行かないのチャンスついて。そんなことある？まあ、上げていこう、一旦ポケサブレ。スーパーサブレならあるから。頼むぜ！満腹！ノー満腹で。フィニッシュです。オッケー、サンキュー。いいよ。流れはいい、ここまで。スーパーサブレならあるから。オッケー。で、達兵衛行くかどうかだね。どうしよう。いや、でもこれちょっとな、ステーな気もしてるな、達兵衛。マジで悩ましい。今回はね、これだけいっぱい出てきてくれてるからいいんだけど、出てこない時もあるじゃん。1体だけみたいな。そういうタイミングにボーナスサブレを投げるじゃん。何が言いたいんだ、私は。もうわかんなくなっちゃった。バカになっていますね。いやー、ネイティ。いや、見なかったふりするか。見なかったふりするか、ネイティ。いや、ポケサブレな、万が一さ、明日とかからさ、色違いポコポコ出てきた場合もさ、怖いやん。逆にあと何枚交換してもいいの？まあ、もう3枚と、あと1000ポイントぐらいか、今週で考えると。いやー、まあ、言っとくか。なんとなく。いや、わかんない、もう何が正解なのか何もわかりません。大成功ありがとう。結果、ポケサブレを大量に消費することにはなりそうだが、大成功ありがとうだ。これはじゃあもう、ポケサブレで、行くよ、さすがに。ね、さっきのタイミングで、ね、もちろんスーパーサブレ使ってればね、ゲットだったんだけど。もうちょっとね、満腹です。これが怖かったね。これは怖かったね、確かに。残り1ゲージで、ボーナスサブレが、なんか余っちゃうみたいなシーンが来ると、怖いね。オッケー。うわー、まあ、ネイティ、ごめん。今じゃない、多分。おいおい、必ずお迎えしたいなと思います。本当に？まあでもちょっと今マジで、本当に彼らをなんとかしないといけないと思うので、アボカドないと、スイ君も活躍しきれないということなので、とにかくアボカド、そしてとにかく料理チャンスです。達兵衛、よろしくお願いしますで、やっていきましょう。ねえ、というね、謎に精神力をすり減らす。謎に精神力をすり減らすリサーチとなりました。リサーチ XP 目のかけらこんな感じ。ということで、石住まいナックラーまではお迎えすることができました。しっかり3体はゲットできたぜ。ここでね、マジで穏やかはいいんじゃないか？悪くないぞ。見ていきましょう。ステータストーン SP543 わからん。スキルレベルアップ S ぐらいは持っててくれてるかもしれないかな。ここで本当に厳選が終われば、ちょっとまたね、考え方新たにやっていけるので、早めに終わってほしいところ。食材なんでしょうか？せーの、ぴょん !AA! C タイプとなりました。一旦 AA 嬉しくて、お手スピは穏やかにしては早いな。お手伝いスピード系のサブスキルだ、これ。ってことは、お手スピ S か、M かな？ M な気もする。で、スキル確率アップとかを持ってたら厳選終わる可能性あるな。で、その場合はメインスキルの種交換した方が良さそうだよね。見ていきましょう。サブスキルせーの、ぴょん！なんで
なんでスキル確率さ、惜しいね。なんでいてよ、こっちにレベル52。はあ、まあでも多分今までで一番強い石舞ちゃんだとは思う。本半減少すぎるな、これ。はあ。ありがとう、石舞。でも、ナックラとさ、ゲットする順番逆にしたから、本当になんかスキルの流れ来てるよ。もう一体いるんでね。見ていきましょう、石舞。さあ、本日2体目お迎えしました。全部で5体目の石舞レベル16。ワンパクは、まあ、よくはないね。よくはないかな。でも、これがナックラーじゃなくてよかったと、一旦思い込むことにしたいと思います。ステータスダウン。SP578、さっきよりも高いぜ。さらにスキルが上がってるか。さあ、食材なんでしょうか。せーの、ぴょん。ABA タイプとなりました。オート SP 変わってないね。最大処理数アップ L となりました。残りのサブスキル、せーの、ぴょん。夢ぼスキル確率アップ M ということで、いや、この子も強いけどな、むずすぎるな、マジで。レベル50なのがね、50まで結構遠いんだよね、石住まいは多分。ねえ、金種入れるからにはやっぱすぐに活躍してほしいという思いもあり。ねえ、悩ましい。食材お手伝い確率が下がっているのも悩ましいね。メタモンよりは弱いぐらい食材確率というか食材の能力の高いポケモンなので、かなり痛手ではあるんだよね。まあ、ワンパクはね、元気回復でアップ悪くないんだけど。はーい。といった石住まい2体でした。が、ね、ここまででなんか、やっぱ食材っぽい子が前半に来てないので、ナックラーちょっと期待したいなと思います。バチバチオカルトだけどね、やっぱオカルトをどれだけ楽しんでいくのかっていうのが、楽しみだよ。やっていきましょう。ナックラーも5体目となりました。レベルは16。おとなしいは石住まいかな。おとなしいは石住まいがいいかな。まだダメなのか、私の。ナックラーがスキルのポケモンになりたいその風潮。ステータストーン SP424。低くはないな。いや、元気が下がっていると考えるとかなり高いわ。金スキルまであり得る高さだと思う。さあ、食材なんでしょうか。せーの、ぴょん。ABB タイプ。結局ここなんだよね。結局。最大所持差アップ L だね。所持 L は SP にあれするあれがあれだもんね。せーの、ぴょん。木の実 S。はーい。食材方面は、まだお預けと。今日は木の実 S ナックラー2体と。なんか絶妙に、あと一歩石住まいっていう感じのリサーチでした。明日からはね、ニュームーンデーが始まってきますので、もちろん色違いにお願いしたいところだし、そこでポケサブレを使うとなるとさらに色々と考えることが増していくんだけど、明日ね、ポケサブレ5倍の補給がありますので、そこも込みで、あとはダークライとどう向き合っていくのか、EX チケットにどれだけスリープポイント割くのか、EV の1121ポイントは果たして突然プレゼントされるのか、そういったところにね、注目しながら、残りの警告登場キャンペーン進めていきたいなと思います。みんなはどっちにする？メインスキルの種とポケサブレ。ぜひね、お聞かせいただけたらなと思います。また明日。いや、いいリサーチだった。じゃあ、ということで、朝レポやっていきたいと思うんですけれども、本日はね、昨日の話題の続きからいこうかなと思いまして、昨日ね、いよいよサブレが枯渇してきてしまって、スリープポイントがかなり怪しいと、今月分のメインスキルの種を交換できないできるかどうかのね、瀬戸際ぐらいまでちょっと削られてしまっていて、こっから先の厳選をどうしようか考えてますみたいなね、お話をしてたんだけど、このね、食材補正なしナックラーこれメインアカウントの子なんだけど、この子育てるかもしんないこの子育てるかもしれない。もちろんね、一応ね、最大処理数アップ L があるので、最低限ね、一緒にお休みさえすれば最低限のアボカドは入手できるんだけど、もちろんね、AA 食 M とかの子よりはもうかなり少ない。そこはもうしょうがない。そこはもうしょうがないんだけど、うちね、メインアカウント、メインスキルの種待ちの子がいて、それがね、このライコーだったりするんだけど、スキル S、お手スペース、スキル確率アップ M、性格真面目。もう最高よ、こんなの。さすがに銀種入れてね、お手スペ M にして、スキルレベルモリモリでお手伝いしてもらおうかななんて思ってるんだけど、一応ライコーを育てることにより、ほんのわずかにAA の食材補正なしナックラーと、ライコーお手伝いブーストありだと、ギリ AA 食 M の子をちょっと上回るか上回らないかぐらいの
アボカドの量になったりならなかったりするのでもうそういうね小賢しさでやっていくしかないのかなというところもあり、またねライコを使うんだったらこのレベル59でもうちょっとでレベル60になる小太郎ちゃんもね編成してあげたいんだけど、彼ねもうはちゃめちゃに強いのよ。生意気お手スピ M スキル S 木の実 S めちゃくちゃ強いじゃん。メインスキルレベル3なんだよねこの子にもねクリスマスにね昨年のクリスマスに来てくれた小太郎ちゃんなんだけど、この子もねメインスキルの種あげたいんだけど今5個しかないので、まあこの子もあげるかどうかちょっとわかんないけど、ミルクもね新緑アボカドグラタンに使われてますし、リンゴ酸ヨーグルトサラダにも使われてますし、非常にまだ今環境も強い食材でありますので、そこも込みでねレベル60ありだろうと思うと、メインアカウントはもうメインスキルの種を優先して、ナックラーも一応いるから一応いるからね、ほんとゼロではないと、手元にゼロではないというところで、やっぱねどこで妥協していくかみたいな、言い方あれだけど、どこで妥協していくかっていうのを楽しむのが私は無課金プレイだと思っているのでね、メインアカウントはちょっとスリープポイントはメインスキルの種に回そうと思いました。はいなんだけど、ひとまずね眠りの約束3回守ろうのポケサブレ5枚を入手して一旦ポケサブレ潤いましたので、これを元手にリサーチやっていきたいかなと思います。でね、ダークライどうするか問題はあるんだけど、ライコーと今ねクレセリアも育てていて、一旦ダークライを育てるのは後回しにしてもよかろうと、次がアクフィールドってね言われてからでもいいよねみたいなところもあったりなかったりしますので、そんな感じでねやっていこうかなと思う。ちょっとナックラー厳選はこっからはゆっくりでやっていくし、石住まいもちょっと一旦お休み一旦お休みで、状況的には行くしかないのかなというメインアカウントの状況かなっていうのを整理しましたよという感じで、1億2000万眠気パワーほどのリサーチやっていきたいと思います。ぐっすりタイプになってくれたのでね、ナックラはもう金スキル確定しちゃってるんだけど、ここからはゆる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 いこうね。子を育てることになるのか、このアンバー渓谷登場キャンペーン終了までぐらいにね、なんか AA 食 M とかの子がゲットできたら、一旦そっちでお茶濁していくのも大いにありかななんて思っておりますので、やっていきたいと思います。ぐっすりタイプとなりました。星2ネガを2つ、星3ネガを2つ、お腹の上ね1つです。ニュームーンで色違い出てきてくれ、よろしくお願いします。まずお腹の上ね、カイロス、タツベイ、トランセル、ムンナスターと色違いなし、タツベイはお香で呼んでおりましたが、この子なんですかね。さあ、色違いはいないし、ダークライもパッと見は見えないよというリサーチになってます。カイロス先生こんにちは。どこかで頼るところもシーンもあるかもしれない。ムンナはね私メインアカウント育てているので飴が非常に嬉しいですけれども、この子はお香で呼んだ子になるかな。大あくびねの達兵衛来てくれました。星にネガをまだ埋まってなかったんだね。メインアカウントこれで達兵衛コンプリートだっけね、大あくびというならもうちょっとあくびしてもいいんじゃないと個人的には思っている達兵衛の大あくびねだね。まだお腹の上ね、どっちのアカウントでも見てなかったぜ。大空を飛ぶことができる日を心待ちにし、毎日崖から飛び降り体を鍛えている。夢の中でも訓練しているのか、眠っている間も腕をバタつかせていることがある達兵衛ちゃんのね、しっかりとなんかすやーと眠っている大あくびねでありました。お腹の上ねどっかで見られたらいいんだけど、メインアカサブアカちょっとねもうリサーチの回数が少なくなってきたので、ぜひ見たいねこのイベント中にということで、周り見ていきましょう。ぐっすりなんだけど、今のところぐっすりっぽい子が1体もいないね1体もいないね。2体は確実にぐっすりから来るし、ダークライも来ると思ってるんだけど来ないっけ今日さあ、大あくびね達兵衛パラダイス、どっちかがあれか、あれで来てくれたんだ。うとうとタイプガス抜きね、これがぐっすりのこうだね。ぐっすり最終枠かい、サナギラス星3。じゃあどっかで眠気パワーはがっつり使えてるけど、それはあれか、お腹の上でカイロスとこの星3石住まいで大部分使ったよということなのかもしれませんね。ナックラー来てないねナックラー来てないね。ナックラーに行くしかない状況を今私はちょっと再確認してしまったのだけど、石住まいちょっと行きづらいよね。どうしようねさあ、左側ダークライは来てくれているんでしょうか。ヒレを振っている子がいます。冬腕組でいます。そうなんだよね、ダークライ来ると思ってました。多分前回前々回来てないから今回確定だったんじゃ
ないかな。星2は出てくるラインにまだギリ乗ってないのかな。ダークライ星1ネガを冬腕組ねとなりました。ありがとう。でサブレをどうするかって話なんだけど、ナックラーが良かったね。ここから先ここから先ナックラーが良かったけど、ナックラーがいない場合どうしようかねどうしようかねでやっていきたいと思います。これでもまだ石住まい行くルートもあんのかな。どうしよう一旦でも手元にいるAAA ナックラー先輩とライコーたちで行こうかなと心を固めたわけだけど、チャンス模様がそこまで行くならダークライであってほしかったけど、これはあれだ、信頼を感じるやつだ。そっか、ダークライ信頼感じてくれんだもんな。放っておいてもいいとダークライ放っておいてもいいシステム強いなー。つか待って、これさすがにあれじゃない、水五郎行った方がいいんじゃないね。もうどうしよう、サブレないんだよね。達兵衛も行くのかどうか悩ましすぎるて。これここまで来たらいっそダークライなのかな。いや、石住まいちょっと待って、これマジむずいな。本当にむずい。ナックラーがいたらナックラーでよかったんだけど、ナックラーの子は明日明後日で使うつもりなんだよね。マスター3報酬でね1個ゲットできたので、明日明後日で使おうかなと思ってたんだけど、今日だったか使うべきはいやー、まあどうしよう、水五郎どうしようね。まあちょっとね、行くんじゃないこれは。どうなのマジで。いや、むずいな。達兵衛と水五郎どっちのが優先度高いだろうか。サブアカはね、もう確実に達兵衛の方が高いんだけど悩むいやー、まあでも石住まいにちょっと今行けないかなってなってる現状だから、達兵衛かいっそダークライなのかもしれない。本当にちょっと待って、ダークライもでもいつ活躍させんのって話はめちゃめちゃあってね、マジでむずいぜ。本当にむずいぜこれ。いや、まだ石住まい行くも実はあるんだよな。いや、でも達兵衛か、ここ本当にむずいな。本当に難しい現象が起こっている。まあダークライ一旦ほっとく。いやー、まあ達兵衛かな。そのうちやっぱね、育てやすくなるとは思ってんだよね、達兵衛。いや、わかんねえ、マジで。達兵衛わかんないけど、まあでも新緑アボカドグラタンを作るのに結局鍋拡張は必要ってことを考えると、達兵衛なんですか。石住まい行くもでもあるのか。石住まいも食材の能力は別に低くないから、スキルに頼らない運用できんだわ。これ石住まいだな、多分。そんな気がした。もちろんね、ナックラーと比べちゃうと全然低いんだけどうちのナックラーちゃんがちょっとね、食材の能力がお世辞にも高いと言える子ではないので、ワンチャン石住まいにマジで補助してもらう可能性あるわ。なので石住まいです。終えますちょっとダークライいっぱい出てきてくれだ、これ。今のタイミングダークライに、いや、サブレ上げてもいいかなと思ってたんだけど、ちょっと行きづらいな。で、これさ、ダークライと、待って、みんなこれ、ダークライと達兵衛どっちがいい？とりあえず、ちょっとイベント中だから達兵衛にしちゃうんだけど、ダークライが欲しい人もいるよね。どうしようね。まあ、ダークライは、1週間っていうか月に1回は必ず出てきてくれて、11雨は持ってきてくれるからいいということになるのか。どうだこれ、どっちがいい？まあでもね、わかんないな。まずさ、一足先に進化させたいじゃん、ボーマンダ。でもボーマンダ進化させたてで編成する人もどれだけいるのかみたいな話はあるけど、でもじゃあ次のミニアメブーストとかホリデーのアメブーストで育てたいポケモンはダークライと達兵衛どっちですかって言われたら、達兵衛の人の方が多いんじゃないかなって気がする。まあ、ダークライ育てる派も結構いそうだけど、というところを加味し達兵衛にしてみましたが、皆さんはどちらの方がいいかぜひね教えていただけたらなと思います。ということで、ナックラーが出てきたらね、ナックラー行こうかなと思ってたんだけど、一旦これで終えでのんびりちょっとメインアカウントはね、ポケサブレを節約しながらのんびりやっていこうと思います。達兵衛石住まいダークライの厳選も、ゆっくりめで行くしかないなるべくナックラーバケッチャ、まあね、そこもむずい。バケッチャもね、レベル50の子は一応キープできてるから、その子ミニアメブーストして編成しようかなと
思ってるんですけど、まあ今のところメインアカウントは一旦それで覚悟を決めたよというお話でした。サブアカバトンタッチしていきましょう。サブアカはね、またちょっと状況が違うんだな。あ、ゲットした子いました。水五郎です。水五郎をゲットしていました。まだ金スキルは確定していなくて、身長は悪くないんじゃないか、水五郎。ステータスドン SP512 は、まあ水五郎にしては普通ぐらいか。木の実は3つではないぜ。食材なんでしょうか、せーの、ぴょん。A タイプとなりました。水五郎って他の食材なんだっけ？ミルクとキノコだったか。今ミルク強いからな。まあでも水五郎がね実際に活躍するタイミングになってどういう状況になってるかわかんないから、まあ AA は使いやすくていいんじゃないでしょうか。水五郎にしてはお手スピ早くないか。こんなもんだっけ水五郎って。さあスキルレベルも上がってない。サブスキルせーのぴょん。あ、スキル確率アップ S なんだ。はいスキル確率アップ M 幽閉型の最大処理数モリモリタイプだね。これがさ 石住まいだったら育ててる道ある気もするが、食材確率は上がっていてほしいか。むむむむといったとこだね。でも水五郎ようやく次からフレンドレベル10になってくるのでゆっくりだね。こっちもね地面タイプの木の実のポケモンはいないわので、まあ、どこかでね活躍してもらう瞬間も来るんだろうなと思いますね。そんなメインアカウントでした。サブアカバトンタッチです。じゃーんということでサブアカのリサーチもやっていきたいと思います。チーム大豆難民ですさサブアカさ木の実のポケモンがいないからなんだっけ、食事でねエナジーを稼いでいかないといけないんだけど、今日さ木曜日の朝じゃん。木曜日の朝ごはん作ったんだよ。その時点で料理8回っておかしくない？ 2 食作れてないんだよね。料理じゃないとエナジー稼げないのにね、2食作れてないということでね、何をやっているんですかというところなんだけど、まあ一旦ね来週特に何もない週なのでしっかりとねマスターさんまではこぎつけてお講はいただこうと思っております。834日目のリサーチニュームーンでやっていきましょう。メインアカウントは残念ながら色違いなしでしたので、この辺でねサブアカ運を収束させていただけたらなというところでありますが、サブアカもぐっすりになりそうかな。ぐっすりタイプとなりました。ありがとうございます。今日は両アカウントともしっかり100スコア取れたね。よかったですということでね、でサブアカはね状況が全然違って、まあサブレもねイベント中メインアカウントの方がよっぽど上げられているというか、そうポケモンは7体です。よっぽど上げられているということもあり、まあ多少スリープポイント的にも余裕があるんだけど、そもそも今手元にメインスキルの種15個ほど抱えていて、ある程度余裕もあるし、なんなら使うかどうかもプラスマイナスのポケモンを育てるかどうかでずっと悩んでいるみたいな状態が続いているので、それ考えるとまあサブアカは使っちゃっていいだろうと。しかもねさっきのなんか AAA ナックラーみたいな、もうこの子より強い子もちろん探したいんだけど、一旦この子でいきますみたいなのが、かぼちゃもアボカドもいないんだよねどっちもいないし、デカ盛りがさ来るじゃない。だからデカ盛りでやっぱレシピレベルを上げたいんだよね。それ考えると今もうリソース入っていって、でもなんとか1確保したいというね思いがあるので、そんなおよそ8000万眠気パワーのリサーチやっていきたいと思います。ぐっすりなのでナックラー頼むぜ。そして色違いナックラーでポケサブレ節約させてくれるとなおよしです。参りましょうリサーチへ。いやよろしく頼みます。そしてお腹の上で来なかったけど、もしかしてお香の子がいたらいいなって思いましたが、ナックラーは一旦出てきてくれて、にっこりナックラーのお香を使っております。どうみんなは色違いのポケモンたち出てきてる？さっきさメインアカウントも星3サナギラス出てきてたから、なんかいい感じにそのダークライとかも込みで眠気パワーが使われた状態でサナギラスが最終枠で選ばれてるよみたいな雰囲気もあるのかもしれない。沼黒いもいるね。こっちはだいぶとぐっすりしているリサーチになってそうだぜ。さあ星3ネガオ何個いたっけ？ 1 個いたよね。であれだ、もうそれがサナギラスが出てきてるから、このナックラーはお香で呼んだ子だ。ナイスありがとう。雨的にも嬉しいし、ノビネの球根なんているぜ。ダークラー出てくると思ってるんだけど、冬腕組ね、可能ストレッチ、ナイスストレッチ。こっちはねもうサブレもう投げつける覚悟できてるんで、覚悟でねできてるんで、いっぱい入れてきてほしいところ。沼九郎も水五郎の雨嬉しいよでやっていきながら、水五郎は果たしていつになったらお迎えできるんですか。さらにこっくり球根とねロコンが来ていて、こもっていない石住まいもいるけど、ダークライ来てないね。ダークライ来てないね。明日だっけ前回いつ来たんだっけねえ、ちゃんと確認しておいてくださいよというところなんだけどね。まずしかしながらナックラーしっかり2体来てくれたし、
だいぶぐっすりって言おうと思ったけど、すやすやもいるし、石住まいもいるし、そんな感じのリサーチオッケー。でもメインスキルの種もあるので、サブアカはね、本当に石住まいもやっごり狙っていこう。とはいえ、スイ君がいるので、ね、メインアカウントと状況結構似てるんだけど、お手伝いブーストでね、アボカド稼ぐことも可能なので、しっかりとね、ナックラーを中心に狙っていきたいのだがといったところだね。すべてのポケモンのリサーチ完了しておやつタイムやっていきましょう。まあ、7000万、8000万で向けパワーリサーチだとこんなもんか。さあ、おやつタイムだ。ゲットする順番は、スーパーサブレあるからね。ここは、石住まいから、ポケサブレで日和りながら石住まいから行きたいと思います。こちらもね、ちょうど、5枚ポケサブレ手に入れましたので、一旦それを利用しながら、雰囲気見つつやっていくというところなんだけど、さすがに今月のメインスキルの種は1回交換しないでスキップしようかな。さあ、石住まいもね、できたらね、スキルレベル10じゃないのフレンドレベル10をね、目指して、スキルレベルアップ M を持っててほしいなと思うところです。大成功のタイミングは下手だったけど、無事にね、満腹にならずお迎えできました。石住まいありがとう。さあ、そして、ナックラー行きましょうかね。これでね、ジンクスしましたので、じゃあ、モグリネの方のね、お香で呼んだ子、せっかくなので、反復横跳びでゲット対象とさせていただきましょうかね。いや、2体来てるとマジで安心感が違うわ。ありがとう、ナックラーすぎる。やっていこう。いやー、でさ、もう本当に、ちょっとホリデーとかまで見据えてね、この先どこのフィールド行くのかっていうところも、大事じゃない。アボカドの厳選が終わってなかったら、やっぱまずアボカドを確保して、今日は大成功のタイミングは下手だね。大成功のタイミングはすこぶる下手ではあるけれどもね、お迎えしていきながらやっていきましょう。いや、いよいよもう今日ゲットしたポケサブレ5枚が一瞬で解けましたというところだね。さあ、満腹なるかならないか。どっちなんだい？ノー満腹。OK、交換していこう。ここは、もうしっかりとね、交換させてもらおう。一応まだこれでもメインスキルの種交換できるからあれでも0になっちゃうと EX いけなくなっちゃうのでね、ちょっとそこは注意しながらやっていこうかなと思いますね。EX でさ、やっぱホリデー行くのかどうかとかもめちゃめちゃ難しくて、ホリデーで EX 行くのか満腹なってない。OK、スーパーサブレならあるからお迎えしよう。ね、そこもマジで難しくてさ、そこまでやっぱスリープポイントのことも考えなきゃいけないし、ホリデーさ、EX 行くとさ、サブアカマルノームがいるんだけど、マルノームのお手スピマイナス 15% きつないみたいな話もあったりはするのよ。まあそれでも、多分、若草本島でリサーチが下振れるの怖いなって言ってるよりはいいと思うんだけど、ちょっとね、ライコ、エンテ、スイ君のお香もどのタイミングで使うのみたいな話もあって、エナジー稼げなそうなんだよね、サブアカ。マジで。どうしよう。俺、若草本島行かなきゃダメなのか、これ。いや、無事、ちょっとそこまでね、考えなきゃいけないタイミングになってきてるから、意外とね、本当にデカ盛りも含めて考えることがマジで増えてきたなという、今日この頃です。ということで、残念ながらというか、そう簡単にはね、色違いのポケモンって出てきてくれないんですけれども、メインアカ、サブアカともに色違いなしの初日となりました。ここからね、まだまだ、メインアカウントはのんびり厳選進めていこうかなとは思っていますけれども、サブアカはまだまだ本気で、バケッチャ、ナックラー探していかなくてはならないなと思っているので、こんな感じで進めていきましょう。リサーチ XP 目のかけらこんな感じになったんですけど、星3ナックラーが出てきたにしてはだったんじゃないそんなことないかな。意外といいリサーチだったのかもしれませんね。さあ、ということでお迎えしたのは石住いナックラー。大成功のタイミングはね、若干下手だったんだけど、無事にいいリサーチになって、ワンパクは悪い寄りなんだよね。ステータスドン SP524 となりました。スマホが鳴っております。よろしくお願いします。さあ、ということで、石住い食材なんでしょうか。SP は、別段高くもないか、低くもないけどね、元気上がってるからかな。食材、せーの、ぴょん。ABA タイプとなりました。まだ石住まいの AAA にも出会えてないかな。所持 S です。サブスキル、せーの、ぴょん。現母お手スピというところで、これあれだね、スキル確率アップ M 所持 L お手伝いスピード S だったらさすがに検討せざるを得なかったすぎる石住まいなのかなというところではありますね。石住まいもスキルレベルアップ M をできたら
持っててほしすぎるね。まあそこまで言うとね、それプラススキル補正ってなるとかなり大変なんだけどといったところだね。さあこっからはナックラーの領域。逆に考えよう。ナックラーがワンパクじゃなくてよかったなと。レベルは16。ワンパクが続いちゃう現象がなんかね、あるとかないとかっていうオカルトなのか何なのかを私見たことあるよ。この性格が。なんか連続しすぎじゃないみたいな。抽選テーブルどないなっとるのみたいなのをかつて見たことがあるような気がする。どうなってるんですか本当に。でもミントあるから。よかった。そう、私、新食材のポケモンにミントも銀種も使うつもりで最初からいるから、性格はもうこの際関係ない食材配列だ問題は SP400 にわかんないわ。元気上がってるから若干 SP 補正は乗ってるんだけど、言うて食材下がってるんだけど、めちゃめちゃ低くはないわ SP。食材なんでしょうか。せーの、ドン !ABC。お手スピがちょっと早いわ。お手スピ S だわ。サブスキルせーの、ぴゃん。お手スピ S、スキルレベルアップ M、食材確率アップ M。AAA だったら、ミントとサブスキルの種で即育成だね。即育成。AA でもそうする可能性が大いにあるナックラーでした。いやー、フレンドレベル10近づいてきてるね。もう一体いますから頼む。一旦、まあ、もちろん、まあ、最悪ワンパクでもいい。もう、健やかに育ってくれたらそれでいい。よろしくお願いします。さあ、メスのナックラーレベル16、おとなしいスキルの子だね。またかな。この間もいたね、おとなしい子ね。おとなしい子だったり、生意気な子だったり、穏やかな子だったりが多いです、ナックラーは。なんでなんでしょうかね。ステータスドン。SP376、低いね。まあ元気下がってるからね。でも元気下がってるにしては低すぎない気もするね。食材なんでしょうか。せーの。ほっ !AAB タイプ。一旦だよ。一旦いいよ。お手伝いスピードも最大処理数も上がってないよ。スキルレベル2はやめてほしいな。1だね。いいよ。これ、食材確率アップ S の可能性あるね。この子育てる可能性あるね。見ていきましょう。サブスキルせーの。ほっ食 Sスキル S をデスピ S。ほう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 。ほう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 。ほうほう。ほう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 。ほう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 。ほうほう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 。悪くないんじゃないですか。決してね、はちゃめちゃ強いとはそりゃ言えないですけど、これ悪くないんじゃないですか。今ね、サブスキルの種使えば食 M 確定だし、レベル30までで一旦いいし、これありもありだな。これ、ありもありだけど、さすがに今週はまだ、ごっつり行きたいし、バケッチャ、ギャッツリ行きたいし、そうなってくると、デカ盛りでバケッチャを探しに行く卓もある。EX 行ったっていいのかもしれない。一旦、ちょっと心落ち着けられそうなナックラーです。一旦心落ち着けられそうなナックラーが来てくれたのかなというところです。本当にね、これ以上目指し出すとマジでバチボコに沼なのをね、当然のごとく知っているというか、もう2アカウントやっててこれがすごい、これで心落ち着くぐらいの感じだからね。こんな感じなんですけれども。ねえ、ちょっとね、サブレだったりとか、その他の要因もろもろ加味しながら、いよいよ、なんかどの辺で折り合いをつけていくのかというのを現実的に考えつつ、残りのね、アンバー警告登場キャンペーンもやっていきたいと思いますし、明日、明後日まだね、色違いチャンス、ニュームーンで色違いチャンスもありますので、楽しみながらやっていきましょう。皆様の元にも素敵なポケモンたちが来ることを強く願っております。色違いいっぱい出てきてくれるといいね。そんな今週3回目のリサーチでした。アンバー警告登場キャンペーン2週間目の3回目のリサーチでした。まだまだニュームーンで続きます。明日もお楽しみに。また明日。じゃあということでアサルパやっていきたいと思います。850日目になりました。メインアカウントアンバー警告登場キャンペーン2週間目の3回目のリサーチということで、トータル10回目のリサーチになったね。そしてニュームーンデーでもあります。ニュームーンデー、新月当日のリサーチです。新月当日だから何かあるということは特にないんだよね。グッドスリープデーみたいにね。満月だと眠気パワー
のボーナスもスリープポイントのボーナスも増えるみたいなことは多分特にないんだと思ってるんだけど、実は新月の方が色違い出現確率が上がってたりとかあったりするのかね。どうなんだろう。ということで昨日ねメインアカウントはダークライ出現しましたので、今回出現する確率はまあ 15% ぐらいなんじゃないかと言われてるみたいだね。だいたい6分の1、一発目6分の1で2発目が6分の3の 50% になって、最後が6分の6、100% になるんじゃないかみたいなことが言われてたり言われてなかったりするらしいんですけれども、なので 15% 引けるかどうか勝負なんですが、果たしてといったところだね。フレンドポイントがね勝手に3増えるようになってくれたので、引ければ引けるだけお得というところはあります。そして色違いのポケモンの出現にも期待していきたいと思います。眠気パワーは1億6000万眠気パワーほどで、星3寝顔が2つ、お腹の上に1つとなっていまして、お香でナックラーのお香かなを置いたけど、それは多分お腹の上ではないよということなんだと思います。色違いにも期待していきましょう。参りましょう。リサーチへよろしくお願いします。昨日ナックラー出てきてくんなかったからな。ヨーギラス、達兵衛、ナックラー、石詰まい、バタフリー、色違いなしといったスタートとなっておりますが、お腹の上ねヨーギラスなんだけど、星3ネガ、そっか、星3ネガを2つだからこれで終わりだね。でお香で呼び出したナックラーは星2だったのかもしれないというところだけど、まだいるかもしんないね。埋まってる潜り根のナックラーが、そこにも期待しながら見ていきましょう。残念ながら色違いは出てこなくて、お腹の上でナックラーであんまり眠気パワー使ってなさそうなんだけど、石住まいと達兵衛がいるのでそれなりに眠気パワーは使ってそう。ダークライもまだ出てきてくれそうなぐらいの眠気パワーは残ってる気がするけれども、どうでしょうか。冬腕組ね以外はありえないか。こっくりはプラスルが久々に出てきたぜ。闇鍋だからね。この子べったりね、これもまあでもあるかな、特に関係なく普通にお香の子かお香じゃない子か、まあそりゃそうなんだけどでも星2プラスルめっちゃ強いんだよね。今日ぐっすりタイプではあったから最終枠ではないんだと思う、このプラスルがね。さあということで、達兵衛も石住まいもぐっすりじゃないので、ぐっすりの最終枠っぽい子がどっかにいるか、ヨーギラスが最終枠だったのかといったところなんですが、右側どうなっても潜りね来てるお香の子だ。これやったぜ、パーフェクトなんじゃないということで、まさかの達兵衛、石住まい、ナックラー全員星3寝顔が共演してくれるという豪華なリサーチになりましたが、ストレッチね、ナックラーパラダイス開催4体ナックラーパラダイスが開催されていましたが、残念ながら色違いとダークライの出現はなしとなりました。今日チャンスつくならナックラー以外ありえないでやってほしいね。そんな感じのリサーチでしたね。もうシンプルにあれだね。達兵衛プラスる石住まいの寝顔で眠気パワーほとんどごっつり持っていって、そこに今お腹の上のヨーギラスがいて何なんですかって感じではあるけど、まあなんやかんやしましたよっていう感じのリサーチだったのかなと思います。かなりいい感じのリサーチだったけど、ビブラーバとか若シャモとかが出てこなかったので、これぐらいの眠気パワーだとね、多分最終枠若シャモとかが選ばれやすいんじゃなかったっけな、先週の雰囲気見るにね。そんな感じではなかったので、かなりいい感じに眠気パワーを新ポケモンたちが吸ってくれた素敵なリサーチになったかと思います。雨的にも最高といったところだね。まとめてリサーチしておやつタイム入っていきます。サブレがもうあまりないのでチャンスの乱れ飛びに期待したいところなんですけれども、いかがでしょうか。ノーチャンス、痛すぎるノーチャンスやっていきましょう。いやナックラー4体いるんだけどさ、そうあれなの、今朝のデイリーギフト確かね、メインヤカスパサブだったんだよね。このタイミングでスパサブ引くかねっていうね。あまりにも行幸スパサブ知ってくれたので、ナックラー行く前に静まいから行くか。マジでちょっと待って、ポケサブレさどうしたらいいの。今手元にある分は全部使っちゃっていいというわけでもないんだよね。明日何かの間違いでさ 2,3 体色違い出てくる可能性もあるじゃん。そしたらもうメインスキルの種諦めればいっか昨日の動画でちょっとメインスキルの種優先でいきたいと思いますみたいなことを言ったけど、色違いいっぱい出てきたら諦めたらいいんだもんそういう選択肢もあるよというね、テンション感でやっていきましょう。ヨーギラスもお迎えしたい、マジでせっかくなのでね、お香で来てくれた星3寝顔のナックラーからお迎えしていこうかな。いやーね、そんな感じでね、今回は別に反復横跳びとかあんまり考えなくてもいい気はするんだけど、
なんとなく反復横跳びしていきますかね。で、サブレどうしようね。一応もうナックラー厳選もね、一旦区切りを、区切りというか、妥協点は、もう私の中で見つけたかなというところではありますので、こっから先はこのスーパーサブレ2枚が鍵を握るリサーチとなるかな。スーパーサブレ2枚やっても残り2体はお迎えできないな。これで終えてもいいが、いや、どうしよう、これマジで。ポケサブレキープしとかないと、ポケサブレをキープしとかないと、不意の色違いに対応できないのだが、スーパーサブレは投げてもいいと思っているのだが、だね、これ。もう一体お迎えしちゃうか。どうせそんな簡単にね、出てこないから、色違い。ちょっとこっちのコラにも上げていくか。今回は、最速満腹になっても大丈夫なね、他の個体がいっぱいいるので、スーパーサブレから行こう。ここで大成功を引けるのが一番いいんだから。残念ながらというところではありますが、あとは満腹を回避しつつ、もう1体お迎えさせてもらって、スーパーサブレ1枚キープしたまま、できたらナックラーに使う方向性でやっていきましょうかね。OK、これでね、特にこれは意味があるわけじゃないんですけど、なんとなくみんなにサブレをあげたいという、どの子か1体だけをひいきするのではなく、みんなにサブレをあげたいという、ただそれだけの思いでね、ナックラー4体に一応サブレはあげたよという中で、ここでサブレ枯渇によりフィニッシュとなりました。いやでもまさかのね、スパサブ引けたので、これぜひともナックラーに使わせてもらいたいね。おやつタイム終了しましょう。さあ、いよいよサブレがなくなった世界線が訪れてしまいましたね。メインアカウント。明日色違いが爆吹き、してくれたら嬉しいよね。ということで、今日の1枚は落ちたままねの達兵衛にしようかなと思いますが、最近私の中でもうナックラー2体目を育てるルートも視野に入りつつあるので、ちょっとね、ナックラーめっちゃオレンジ色したの方ね、ちょっとね、ナックラーの飴もめちゃめちゃ欲しいなと思いつつはあります。そんな感じではありますが、いいリサーチでしたね。プラスルが一番眠気パワー使ってたんだって。達兵衛の星さんより眠気パワー商品でかいらしいわということで、今日の最終枠にもしなってたんだとしたら、ぐっすりが確定で選ばれてるんだとしたら、ヨーギラスかナックラーということになるので、かなりいいリサーチだったんじゃないかな。このナックラーも絶食枠かもしれないし、ね、めちゃめちゃいいリサーチ、眠気パワーを使い切れていそうなリサーチになっているかなと思います。リサーチ XP でけえ。あれか、星3ナックラー引いているのもあるけど、めちゃめちゃいいリサーチになってくれたみたいです。ダークライなしだったけどね。ということでお迎えしたのは石住まいナックラーとなっております。石住まいはまだフレンドレベル10になってなくて、容器はあんまり嬉しくはないんだよね。でもナックラーじゃなくてよかったと思うかな。育てやすいのはね、石住まい飴足りないのでありがたいし、最悪ミントもありなのかもしれない。ステータスドン SP524、 なんかこれぐらいの SP の石住まいちゃん見たことある気するな。所持 L とかかな。さあ、食材なんでしょうか。せーの、ぴょん。ABA タイプとなりました。まだ石住まいの AAA にはメインアカウント、サブアカウントともに出会っておりません。引き負けてますさあ、所持数1だな。1というか変わってないな。スキルレベルが2ではない。ほう、なんだろう。金スキルではないと思う。スキル確率アップ M とかだったりするかな。サブスキルせーの、ぴょん。おお、スキル確率アップ M だ。さらにスキルレベルアップ S まで持っていて、最大所持数も増やしてくれるということなので、実はかなり強いぜ。ただあれなんだよね。メインアカウント、今、金種待ちがいて、メインスキルの種がちょっと足りてないから、この子を育てる流れには一旦ならないんじゃないかなという気がしてますね。ナックラーをだったら先に育てるかなというところなんだけど、ちょっと見どころありな石住まいが来てくれました。陽気なのは微妙なんだけど、育てやすいのはマジでありがたいからね。そんな感じの石住まいでした。で、ここからはちょっとね、食材確率上げでよろしくお願いしたいところ、14体目のナックラー見ていきましょう。冷静。食材確率上げ、いいよ。いい流れ来てる、今回。ステータスドン。SP510 ははちゃめちゃに高いのはそりゃそうか、金スキルが確定しているのだから。だな、木の実 S ではなかったね。問題は食材なんでしょうか。せーの。ABB。
結局ここなんだよね、壁はね。サブスキルなんでしょうか。せーの、ぴょん。お手棒、うわー、お手棒食 S、冷静だよー、みんなー。だったら、ねえ、冷静 EXP ダウンきついけど、そんなこと言ってられないレベルで育てたよね、そりゃあね。ミニアメブースト、ホリデー、その類だったよね。ねえ、結局ここなんだよね、マジで。これ。結局これなんだよね。そんなナックラーちゃん1体目でした。ありがとう。でもいい流れ。相当いい流れ来てる。冷静お手棒食エースなんて。もう、生涯で何体引きましたかっていうレベルの子だもん。さあ、もう一体こっちの子も冷静だっていいよ。もういっそ冷静でもいいよ。EXP ダウンあんまり好きじゃないけど冷静でもいいよ。うっかり屋は最高中の最高だから。うっかり屋は。今日、この流れか。もう積もるならここしかないか。流れってあると思っています。オカルト派のパルです。ステータスドン。SP480 は、だいぶ下がっちゃってないか？スキルレベルアップ M の可能性浮上してないか？ちょっと怖いんだけど、見るのが。もう怖くなってる。木の実は2個じゃない。食材だ、結局。食材なんでしょうか。せーの。ほっ、エビエまあそうだよね。むずいよね。スキルレベルはぴゃん 1。じゃあうっかり屋のメインダウンが結構響いてるってこと？サブスキルなんでしょうか。せーの。はっ、リサーチ EXP ボーナススキル確率アップ M 最大処理数アップ S。だったね。これさ、うっかり屋小M ABA だったら今の AAA の子よりレベル60までいけたら強いとかいうことあんのかなねえ、ちょっとそこまでね、ちゃんと理解してはいないんだけど。なかなか手に汗握る。ナックラーたちでした。残念ながら、石住まいがちょっとね、見どころあるけど、どうしようかなって感じではあるね。金種がこっちの子に使うのかどうかっていう問題もあるし、ね、ぶっ込むなら5個必要だからね。ライコーに使う分を考えると、ナックラーでもいいのかなってところではあるな。ナックラーもね、てかライコーもね、汎用性の非常に高いポケモンだし、カボチャのサポートもできるのでね、石住まいと違って。石住まいはポテトとオイルのサポートができて、それももちろん強いんだけどというところだね。今環境でどっちの方が優先するのかっていうところで考えていくのもありかもしんないね。石住まい虫タイプだから一応アンバーフィールドイッチではあったりするしね。はい、そんなメインアカウントでした。さあ、色違いはここまで3回のリサーチ。昨日のメインサブ、今日のメインなしとなっているので、サブアカでは色違いパラダイス巻き起こってほしいですね。バトンタッチ。じゃあ、ということで、サブアカのリサーチもやっていきたいと思います。キノコが欲しい夫人です。ヌオ2体。ねえ、上にね、ウェルカモちゃんを添えているので、お手伝いブーストは、プラス3回だね。1回発動で8回分増えますが、ね、キノコをなんとか集めてほしいといったところであります。今ね、かつてあれなんだよね。ヌオをほぼ1日編成してて、スイ君も入ってて、お手伝いブーストも何回か発動してたのに、1日トータルでキノコ2個みたいな日があったんだよ。すごいよね。本当にどんな確率と思って。で、スイ君発動なしでもさ、なんかワンチャン2個って思うんだけど、スイ君のお手伝いブーストまであって2個だったね。時はマジでひっくり返ったね。ね、それぐらいね、偏ることってあるよね。なのでね、確率は本当に理不尽であるといったところで見ていきましょう。サブアカウントのリサーチ。サブアカ昨日だくらい来なかったから今日来るっけ。今日も来なかったら明日確実に来ます。当たり前なんだけど。1億2000万年向けパワーほどとだいぶね、メインアカウントとは差を広げられてるんだけど、それでもマスターさんには慣れそうな感じですね。星3ネガを1つお腹の上で1つとなっております。お香も置いたはず。タツベ、いや、ナックラーのお香だったかな、こっちも。なので、こっちもお腹の上ね、ナックラーではなさそうなんですが、タツベのお腹の上ね、まだどっちのアカウントでも見ていないので、見たいんだけどぐっすりタイプなんだよね。どうなるでしょうか。ダークライにも期待していきましょう。そして色違いパラダイス巻き起これぐっすりタイプ1億2000万年向けパワーアンバー警告登場キャンペーン沼黒 EV ヘラクロスナックラーは星1ネガオとなってます。沼黒のお腹の上では相当眠気パワー使っちゃってないかい？そうだよね。おそらく半分以上使ってるものと思われます。7000万眠気パワーか8000万眠気パワーぐらい使ってるけど、あんた見たことなかったんかーい。いい顔。
ヘラクロスでかいね、あなた。いい顔だね。木持ってきて。ね、なんかこの世界のポケモンたち丸太を持ちながら寝てる子多くない？めちゃめちゃいい笑顔。ヘラクロスの笑顔。良すぎるな。今さ、ポケモンレジェンズ ZA でさ、交換してもらえる、ストーリー中で交換してもらえるヘラクロスちゃんをめちゃくちゃ使ってるの、本当に大活躍してもらってるから、ヘラクロスに対する愛着がすごいんだよね。メガヘラクロス。早くなれるかな。まだストーリー中ではなってません。さあ、三つなめね、ヘラクロスの星3寝顔と、お腹の上ね、沼クロで、ほぼ全ての眠気パワーを消費したのではほぼ全ての眠気パワー消費してるな。ヘラちゃん、お腹の上でまだ見てないんだ。大好きな甘い樹液を求め森の中を探し回る。探すのに苦労した時は疲れ果てて樹液を舐めながら眠ってしまうこともあるみたいだよ。超いい顔してたから疲れたんだろうね、マジでね。なかなかアンバーでさ、樹液探すの大変そうだもんね。わかんないけど。さあ、ということで、あんまりあれかな、新ポケモンたちの出現には期待できないか。じゃ、逆に絶食枠でナックラーがポンポン出てくるみたいな展開があったっていいのだけれども、ユラは、トランセルになっていて、ぺったりね、ナックラーいいよ。これは絶食枠で来ているかもしれないしといったところ、タレミミネ EV も一応絶食枠にね、星にネガを入ってるんだけど、今日はぐっすりなのでどうなんですかってところだね。まあ、特徴なしタイプとかになっちゃうと、とか闇鍋になってる時の仕様は私いまいち理解してないです。ダークライも来てなくない？これ。空飛びたい子いる。嬉しい。達兵衛も来てくれてたぜ。よかった。そして、羽を休めているのは、チルッとかと思ったら、ワシンボちゃんと伸び縮みね、アーボということなので、やっぱ眠気パワーをがっつり使っていて、その他のポケモンたちが来たみたいな雰囲気も感じなくもないリサーチでしたね。OK、まとめてリサーチしておやつタイム入っていきましょう。残念ながらサブアカも色違いはなしだし、ダークライ来なかったわ。記憶ガバガバすぎない？じゃあ明日はダークライ確定だね。となっております。色違いは4リサーチで0となってますが、まあ、ニュームーンデーの色違い確率アップもさ、言うてこんなもんだよね。みんなどう？ポンポコ来てる？やっぱそこまでなんだよな、言うても。さあ、チャンスがナックラーか達兵衛か、チャンスがナックラーか達兵衛か。わしもイエーイ。ちょっと残り1ゲージの達兵衛が色違いで出てきたら泣きかねないのでサブレあげます。わしもイエーイ。スイくんいるからな。シアン 2X のポケモンはなるべく水で考えたいということを考えると、ちょっとワシボンは見て見ぬふりをしなくてはならないのかもしれないし、サブアカはね、今週はもうメインスキルの種を諦めてでもポケサブレに振ってアボカド厳選をしていこうと思っているので、ナックラーにサブレ上げていきますが、まあ、昨日の子がだいぶ強くて危ない反復横跳びしよう。ここはね、昨日の子がだいぶ強いので、もうその子で一旦行くつもりではいるわ。ただまあフレンドレベル10までもね、次の1体この子まではフレンドレベル10前までのナックラーとなりますので、まあせめてここは見ておきたいよなというところだね。メインスキルの種もあるからね、石住まいちゃんも出てきてくれたら結構厚めにお迎えしに行きたかったところなんだけど、それよりは、まあ、ワシボン行くよりはアーボ行った方が多分いいんだよな。さあ、そしてポケサブレなくなってしまいましたが、こっちはね、メインスキルの種もう諦めよう。ね、3600スリープポイントを下回りました。諦めます。諦めてナックラー行こう。ねえ、で、あとはいっぱい食べてくれれば、スーパーサブレもまだ何枚かあったと思うので、それ使ってお迎えさせてもらって、フレンドメダル、銅メダルを獲得して、獲得できるかまだわからないか。獲得して、明日のね、ニュームーンで最終日にかけたいなと思いますが、もうナックラーのお香を使っちゃったから使うタイミングを間違えているのかもしれない。満腹でないのは嬉しくて、やっぱスーパーサブレ残り2枚だったから、まあ使っちゃっていいでしょうというところだね。まあでもこれにて、ナックラー銅メダル獲得となりましたので、明日もしかしたら色違い出現確率がさらにほんのり上乗せされているかもしれません。はい。ということで、わしぼんはちょっとお腹空いてるんだけど見て見ぬふりさせていただいて、これにてフィニッシュといたしましょう。オッケー。達兵衛も前回ね満腹だった達兵衛がなんか
ちゃんと来てくれたのも非常に良かったかなと思います。そして達兵衛来てくれたので達兵衛にしておこうかな、今日の1枚は。そんなリサーチでした。沼九郎がもうとにかく眠気パワーをごっつり持っていって、さらにヘラクロスがそこにこうしたよというリサーチでした。お香のナックラーは残念ながら星1だったね。明日以降何かで上振れてほしい。もうお香ないけど。というリサーチでした。でもめちゃめちゃいいリサーチだったね。もうほぼほぼ確実に眠気パワーは使い切れただろうというようなリサーチになってくれました。お迎えしたのは達兵衛ナックラーです。いいね。いい感じだ。さあ、達兵衛もフレンドレベル10枚に厳選終わったっていいんだぜ。臆病も悪くないぜ。EXP 獲得量なんても上がってたら上がってるだけいいんだから。特に木の実のポケモンはステータスドン。SP496。残念ながら木の実は2個だね。まあ3個ではそうそうないんだから。さあ、食材なんでしょうか。せーの、ぴょん。ABB タイプとなりました。私 ABB が一番いい。生姜のポケモンがいなくてね。これが嬉しいんだけど、まあ、ボーマンダがレベル60になるのは一体いつさあ、そしてお手スピは多分臆病の分だけど最大処理数がはちゃめちゃなことになっているので、最大処理数がはちゃめちゃです。サブスキルせーの、ほっ、木の実 S は残念ながら持ってないよねという感じでした。まあやっぱ木の実 S 目指したいが、スイ君もいるからね、木の実 S でお手ぶダメみたいなのも視野に入れつつやったっていいなとは思ってるんだよね。ちょっとね、お手ぶダメの経験がマジでゼロ、ほぼゼロ。食材を集めたことしかないから、ちょっとね、やっぱ一回経験してみたくて、チルットとか達兵衛とか、できたら木の実 S を探したいなとは思ってるんだけど、ね、そんな感じの達兵衛ちゃんでした。まあ、フレンドレベル10もね、ゆっくりは近づいてきているので、ゆっくりお迎えしていきましょう。まだ飴もね、全然ないので、レベル38、ボーマンダ進化すらも、まあまあ時間がかかる。飴ブーストがあっても、まだ足りないか、ミニ飴ブーストだけだと多分まだ足りないので、ね、そんな感じなので、ゆっくりやっていこう。ホリデー飴ブーストぐらいを見据えるぐらいでもいいかもしんないけど、ちょっとホリデーまであんまりアンバーに来ない可能性も大いにあるんだよな。どうしようか非常に悩んでいるところです。さあ、こっからはナックラー。まずはここまでが金スキル確定してないナックラーとなってます。フレンドレベル9ナックラーです。レベル16、真面目無補正、OK、いい感じ。まだ悪くない感じ。まあミントもあるんだけどね。ステータスドン。SP400。はあ。400わかんないね。400。わかんないけど、低すぎてないから、多分、所持 S じゃなくてスキル確率アップ S でもないと思うわ。その時点で悪くないかもね。食材なんでしょうか。せーの、ぴょん !B タイプとなりました。いいよ、悪くないぜ。所持 S でもなくて、お手スピ S でもないみたいだ。スキルレベルが2なんてこともないわ。食 S かもしんない。サブスキル、せーの、ほっスキルかスキルの M の方か。スキル得意だね、あなた。すごく得意だね、あなた。石住まいでやってほしいね。そんなナックラーでした。マジで。スキルが得意なナックラー多すぎんな、今回。めちゃめちゃ多いわ。何体来た ?5、6体来てたよね。これが石住まいだったら育てるよみたいなナックラー。5、6体来てたんだけど。さあ、もう1体。こっからは金スキル確定になってしまってるんですが、お手ボ食 M の夢見てこうじゃねえか。行きましょう。フレンドレベル10のナックラーです。さあどうなるかい。まずは正確で楽しませてほしい。レベル15ワンパクワンパクもうワンパクも見たよ私ワンパクも見た。ステータスの SP450、まあ、金スキル確定してるし、ワンパクも元気回復量アップがあるのでね、そんなに SP は低くなりませんが、それでも別に高くないな。まあ食材なんでしょうか。せーの、ほっ、こういうとこで引くんだよねってさあ、サブアカウントはじめまして、となりました。10体目、9体目で引けてるから、まあ大体分母分ぐらいから 66% ぐらいだったっけかなを、無事に引いた。無事なのかこれは。まあミントあるからね、マジで。マジでミントあるから、魔法の言葉ミントあるから、スキルレベルも1いいよ。この時点で、木の実 S でもスキルレベルアップ M でもないから、お手ボ食 M、お手ボ 20% で引けるからね。そして食材確率アップがあればいいから。狭きもんすぎるだろマジで。サブスキルせーの元気回復ボーナス最初しかさこれな食材確率アップ S25 だったらさすがにミント案件で育ってたぜもういや惜しいね。最悪元気回復ボーナスはまあねまあどうでもいいとしてどうでもいいとしてさねえ、ちょっとね、噛み合わなかった、絶妙に。
そんなね、サブアカ初 AAA ナックラでした。まあまあまあ、でも、今日ね、うっかりやナックラーも来たし、冷静ナックラーも来たし、AAA ナックラーも来たし、ナックラー絡みの運気はようやく上がってきている可能性を感じなくもないというところでね、残り4リサーチになってまいりました。アンバー渓谷登場キャンペーン。メインアカウントはね、もうサブラが完全に枯渇してしまったので、こっからまったりになるんだけど、サブアカはまだ行けるとこまで行こうと思ってますので、明日以降もお楽しみに。そして色違いもね、いっぱい私もみんなも出てきてくれることを願っております。今週3回目のリサーチでした。また明日もニュームーンで、そしてサブアカはダークライ確定です。じゃあ、ということで、本日もサレポやっていきたいと思います。851日目、アンバー渓谷登場キャンペーン2週間目の5回目のリサーチとなっておりますが、朝って言ったんですけどね、撮ってるのめちゃめちゃ夜よろしくお願いいたします。すごくぐっすりよろしくお願いいたします。ということで、今回というか、アンバー渓谷登場キャンペーン始まってからかなりね、ぐっすり弾けていて、そこはめちゃめちゃ良かったのかなというところで、実際ね、メインアカウント相当ナックラー弾けてるから、かなり上振れた部分も相当にてあったと思うんだけど、ね、いい感じでお腹の上根がなくて、誰かしらのお香を使ったタツベイだったっけね、ナックラーだったっけ、ナックラーかなのお香を使ったと思うので、お腹の上にも注目していきたい1億9000万眠気パワーほどのニュームーンデーのリサーチとなっております。待って、ニュームーンデーって明日まであるんだっけこれ2回目のリサーチ、3回目のリサーチだ、これ。はい。これが最終日、ニュームーンデー最終日なので、ね、ダークライが初日に出てきてくれましたので、今日出てくる確率はだいたい 50% ぐらいなのではないかと言われているメインアカウントとなっておりますし、ここまでね、2アカウントで4リサーチやってきましたが、色違いのポケモンは0体ということになっていますので、最終日に爆吹きしてくれたっていいし、EV ウィークと EV の日の1121スリーポイントを運営さんが忘れずにいてくれたおかげで、若干ね、ポケサブレにも余裕が生まれましたので、とはいえ、使い切っちゃうと EX チケット交換できなくなっちゃうから、ちょっとそこのラインは見極めつつやっていかなければいけないというところではあるんですけれども、ウキウキしながらやっていきたいと思います。1億9000万年向けパワーアンバー渓谷登場キャンペーン、アンバー渓谷ぐっすり星3寝顔は3つ。ただお香がお腹の上に来ているかもしれません。よろしくお願いします。来てます。色違ってはない銅がいます。でかい星2寝顔の銅です。銅、これ色違いじゃないよね。でかいです。でかいです。よろしくお願いします。お腹の上なっから嬉しくて、とても嬉しくてです。しかも見たことなかったんだ。すごく嬉しくて、これはすごく嬉しくてね、ちょっとお顔カキカキぺったりねなんだよね。タップしちゃったらナックラーこれに来てコンプリート。あと見てないのはタツベイだけだね。両アカウントで見れてないので、残り2回のリサーチで見れたらいいんだけどね。別にね、グッドスリープデー的な効果は全くないので、果たしてというところだね。すり鉢状の巣穴を作って、その中に獲物が落ちてくるのを待ち続けるよ。砂に体を埋めて眠るときも大きな口を開けるのは落ちてきた獲物に噛みつく準備なのかもしれないね。そんなナックラーが巣穴を捨ててね、眠ってしまうほどふかふかで気持ちいいカビゴンということになっております。さあ、星3寝顔は3つなんだけど、そのうち1個目、石妻ちゃん来てくれておりますから大事ね。サンキュー石妻。いや、色違いとか出てこないから、右にダークライいる。冬構えねだ、でけへ。そしてもう1体の星3寝顔、ぐずりねのアシボンがね、この横で寝てます。そりゃこのダークライのこの距離で寝たら怖いくて泣いちゃうよね。さあ、ダークライしっかり星に寝顔リサーチできてるぜ。ダークライが来た時のさ、眠気パワー消費量ってどうなってんの？理解してない。お香みたいな感じなのかな、ダークライも。ね、冬構えね。はい、構えております。ありがとう、ダークライ。雨的にはやっぱね、星1より2の方が嬉しいので、めちゃめちゃ助かるぜ。星3ラインにはね、全然乗ってないかなと思うので、2が引けたのは行幸といったところで、右下に星3寝顔。元気いっぱいは EV だね。ノービーでは容疑ですか。今、緑色が見えたからさ、ナックラーの色違いかって一瞬思ったんだけど、もうがっつり普通に容疑ラスということになっております。今日ぐっすりだから眠気パワー全部使い切って絶食枠でヨーギレスが出ているという可能性もあるのかなと思います。星3寝顔はもう全部見えちゃったね。あとはナックラーがもう1体ぐらいいてくれてると、ゲット的にありがたいというところになりましたなりましたね。銅の色違いって紫色かなんかだっけ。ちょっとね、光の加減でね、ワンチャン色違いなのかなと思わないでもなかったんだけど、全然普通のエクレア色銅ちゃんとなってます。めちゃめちゃ久しぶりに見かけた気がするぜ。アンバーにも別に、アンバーじゃない、ゴールドにも別に出てこないもんね。羽ばたいているのはワシボンということになっていて、何体見た？もう大体見た？
もう大体見たかなもう大体見たというリサーチになりました。まあぐっすりなのでね、なかなか達兵衛とかは出てきづらいだろうけど、ナックラーがしっかり2体出てきてくれたので、そこはあまりに良好だったし、お香の子もお腹の上なのでハッピーだし、ダークライも来てくれて、フレンドポイント3進んでくれるし、もういろいろとラッキーリサーチだったのかなと思います。まとめてリサーチしておやつタイム入っていきましょう。ただ色違いなかったので、ね、サブアカウントに期待したいね。まあ、やっぱね、1ヶ月に1回のニュームーンデーとはいえ、その3回のリサーチで色違いが出てくる確率って、まあそんなに高くないよね。これまでもう何回かね、経験してるけど、そんなには高くないよという感じであります。すべてのポケモンのリサーチ完了です。いやでも星2ダークライは夢のかけらとか的にも嬉しいといったところは、もうこれいきなりチャンスがつかずに、ダークライが信頼してくれているのを私が感じていくというタイミングになっております。ありがとう、ダークライ。このタイミングでね、今回のニュームーンで、11月のニュームーンでしっかり2回ダークライに出会えているのはめちゃめちゃラッキーなのかなと思いますね。さあ、やっていくか、ナックラ。いっそ石妻行ってもいいのかなと思うけど、この子はあれかな、下にいる子がお腹の上の子かな。せっかくなのでね、お香で呼びつけました。この子を反復横跳びでお迎えしていくテンション感なのか。そんなにサブレはあるのかい私。スリープポイントを先に他のものと交換したらいいんじゃないかと思わないでもないのだけれども、マジで1121スリープポイントに感謝しながらの感謝の聖剣好きやっていきたいと思います。いやこれ石妻井ちゃん言ってる余裕もしかしたらないか。スーパーサブレはもう1枚あるんだけど、スリープポイント交換上今回全部ポケサブレットメインスキルの種以外が買える分を残しておけば、11月の残りの分でね、EX チケットは買えるはずなので、まあ、ここはもう3枚買っちゃおうかな。ここまでは買っても多分いいでしょうということで、まずここは反復横跳びしていって、お腹の上にいた子をがっつりお持ち帰りさせていただいて、で残りのね上の子がお迎えできるかどうか勝負やっていきましょうか。もうここもポケサブでいこうかね。日和りながらやっていきましょう。調整項まだ見てないな。 2%。 そろそろね、どっちかのアカウントでどころか先週今週合わせて 2% をもう引ける分母分以上はポケサブレ投げたかなと思うので、引けてないのはシンプルに引き負けという説はあるな。満腹なる？ならない。スパサブも使っちゃいましょう。マジで手元のサブレを全て払ってしまいましたので、ここからあれだね、色違いが突然3体とか出てくると、泡吹いてメインスキルの種を諦めるというフェーズになってくるのかなと思います。でそうなってくるとちょっと石妻井ちゃんをゲットする余裕がもはやないということで終えていきますか。ここから先はさすがに今度こそね、1121スリープポイントに一瞬助けていただきましたが、ここから先本当のサブレ枯渇タイミングとなっております。今日の1枚はダークライじゃなくてナックラーでいいかいお腹の上ナックラーにしちゃおうかなと思います。というね、こんな感じのリサーチでありました。どうだったんだろうね。ここナックラーヨーゲラスが普通にぐっすりの絶食枠っていう可能性もあるんじゃないですかあるんじゃないですか。ダークライ絡みのねリサーチの時マジで私よく分かってないんだよな。そんな1億9000万年向けパワーリサーチでした。でもめちゃめちゃいい内容だったのかなと思います。リサーチ XP のかけらもバツッと跳ねてくれました。ということでお迎えしたのはナックラー2体。もうね AAA のお手ボナックラーを食材確率補正なしお手ボナックラーを育てる気ではいますけれども、それよりね育てやすくて強い子来てくれたらもちろんねあまりにも嬉しいといったところ、真面目なナックラーステータスドン SP513 は高すぎるなと思った。木の実の数 S 確定してしまいました。そうだね、これはしてしまいましたなのかな。地面タイプのね木の実のポケモンいないから、もしかしたら活躍してもらえるタイミングもあるのかもしれなくて、食材なんでしょうか。せーのぴょん ABB タイプ。なるほど ABB タイプといったところでサブスキル見ていきましょう。せーのぴょん。スキル食材確率アップ M。 食材確率アップ M。 これ AAA だったら今のお手本の子よりさすがにこっちを取るか。さすがに木の実 S あるとはいえ、いや木の実 S あるからこそむずいけど、でもさすがにこっちになるんじゃないかなといったところではあるね。いやね、本当にねレベル25とか50にやっぱ食材確率アップ SM を持っていてほしいんだけどさ、それを持ってきてくれた子に
限ってね、食材の方が噛み合わないなんていうことがよくあるよね。ただしもう1体いるんで見ていきましょう。そろそろフレンドレベルも20を迎えそうだぜ。いっぱいゲットできてて、そこは本当にありがてえことだぜ。さあ、ナクラレベル16、冷静ははちゃめちゃに強い可能性ありけりすぎない？さあ、ステータスドン462は絶対に木の実 S ではないね。1個まずクリアかな。さあ、食材だ。せーの、ほっ、エビシアボカドに嫌われる今日この頃。オッケー、わかったよ。スキルレベルも3じゃないんじゃないかな。3です。嘘でした。サブスキルせーの、ぴょん。お手スピエス食材確率は75か。結局ね、食材構成があれで、これで、それだからね、どれっていう感じなんだけど、スキルレベルアップもお手伝いスピード S、スキル確率アップ S はね、マジで石住まいで。しかも冷静でしょ。これ石住まいだったらねって、私もう、このアンバー渓谷登場キャンペーンで何回言っただろうね。石住まいだったらねってマジでね、そんな石住まいだったら即決なんじゃないかみたいなナックラーにはもう4体5体ぐらい出会ってるような気がするんですけれども、これが食材厳選の沼ということで、やはりお手棒の子で行かざるを得ないのかもしれない。いよいよね、腹決めなければいけないタイミングが近づいているなと思うんですけれども、サブアカなんとかなってほしいね。色違いも出てきてほしいし、ダークライは確定で登場します。バトンタッチしていきましょう。ありがとうナックラー。じゃあということで、サブアカのリサーチもやっていきたいと思います。実に終末感のある面々ですねえ、スイ君出してない時はね、基本的にスキルのポケモンたちで固めたりしがちとなっております。左側は、卵を集めてほしい最近出ずっぱりのデリバード先輩とプクリンとなっておりますね。OK、そんな感じでね、日曜日に1食ぐらいはね、最強の料理、まだアボカド持ってないんだけど、居合切りすき焼きカレーかなを作ってレシピレベル上げしとこうかなみたいな感じですしとこうかなぐらいのねテンション感でやっております。そのためのデデンネ、そして夢のかけらを誰に使うために集めてるんですかと言ったマルノームちゃんとなっております。マジでさ、200万かけらオーバーぐらい今ね手元にあるんだけど、誰に使うん？多分もう訳も分からずダークライとかを育てるって終わると思うんだけど、本当にね、レベル60まで全然育てるから、もうがっつり来てほしい新ポケモン。おっと、こちらもお腹の上でなしだぜ。こっちはもうナックラーの子を使った、それは昨日だっけね。ダツベ誰か使いましたので、お腹の上来てくれてる可能性もあって、そっか、こっちのリサーチは確定でダークライが出現してくれるはず。昨日一昨日出現がなかったので確定で出てきてくれるはずとなっております。星2寝顔のライン乗ってんじゃないかな、ギリギリ。なので星2ダークライが来てほしくて、これがそうであってほしいね。そして星3寝顔誰なのか、お腹の上にいるのか注目しながら見ていきましょう。およそ1億6000万にちょっと届かなかったリサーチお香を使ってます。ニュームーンでよろしくお願いします。まだ色違い出てきてないぜ。今週よろしくどうぞ。お腹の上ではタツベピーチルトP ニュームーンデーだよ。月出てないよ。タツベ嬉しい。お腹の上ね、嬉しい。オラシオン嬉しい。よろしくお願いします。さあ、達兵衛のお腹の上ね、くしくもお香ではあったけれども見れたね。これでサブアカウントは達兵衛一足お先にコンプリートとなりました。じゃあ残り2日でメインアカウント達兵衛引けるかな。お腹の上でなかなか難しいぜ。大空を飛ぶことができる日を心待ちにし、毎日崖から飛び降り体を鍛えている。夢の中でも訓練しているのか、眠っている間も腕をバタつかせていることがあるよという達兵衛ね。なんだっけ、因果ざらしの人、ワンピースのやばい、名前忘れちゃった。最悪の世代の宗城すごい有名な人いるじゃん。全然出番がないことですごい有名な人やばい、マジで名前忘れちゃった。顔がウルージさんだ。出てきたわ。ウルージさんみたいな性格してるなと思ったけど、崖から飛び降りじゃない、空島から飛び降りてるのはあっちだわ。竜の人。もう全部のキャラの名前ガバガバじゃんカイドウだ、カイドウの方だったね。大物になるわ、そりゃ達兵衛ねえ。そんな達兵衛のお腹の上に来てくれて、まずはにっこりなんですけれども、色違いは今のところ見えておりません。よろしくお願いします。さあ、ダークライの星2ネガを冬構えネが来てほしいところだぜ。星2の表示に期待しながらずずい見ていきましょう。そして色違い出てきてくんないかな。ハラバイネって誰だっけ。ダンギラス
ダンギラスか。ハラバイネになかなか見覚えないわけだ。バンギラスとかリザードンがこのフィールドではハラバイネあるポケモンになってるね。バンギラスは落ちたままバンギラスはね、私直接ゲットしたことがあるんだよね。サバカでもたまに出てきたことあるかな、バンギラス。直接ゲットしたね、バンギラスをレベル30にして、未だに活躍してもらってます。バンギラスの星1さ、当時としては信じられないぐらいリサーチ XP のかけら多くないすごいね。さすが600族だね。ボーマンダマジでいつ出会えるだろうね。本当になんか、ね、バレンタインみたいなめちゃめちゃ強いイベントの時とかじゃないと出会えない気するね。さあ、左側にはアクタイプバンギラスがいて、右側には冬カマエネのアクタイプ。だくらいしっかり来てくれたぜ。いや、まあめちゃめちゃ贅沢なんだけどさ、バンギラス色違いだったらハッピーすぎない25ゲージ直接ゲットはさ、やっぱ夢だよな。さあ、そして星3ネガをほぐれてるのはアーボ系統だね。アーボが来て、ぺったりしてるのはキャタピーかナックラーであれ。ぐっすりタイプの力、そこまで及ばず、残念ながら今日はあれだね、達兵衛に運が向くリサーチになってましたが、まあ、達兵衛狙うか。本当はキャタピー行った方がね、状況的には間違いなくいいというところではあるかなと思いますけれども。まあ今のタイミングだったら達兵衛言っとくか。キャタピーはね、絶食枠でも結構出てくるんじゃないかなと。まあ高をくくってるんだけどキャタピーヤーボチルッと誰かしらね、そのウトウトキャタピーヤーボ達兵衛誰かしらウトウトの時はね出てきてくれるんじゃないかみたいなところまで含めて、今回は達兵衛狙っちゃおうかな。すべてのポケモンのリサーチ完了です。まあ一応デカ盛りでね、ミニアメブーストも来てくれるということで、チャンスがオーチルットについてダークライに行かなければね、まだチャンスが上がるんですけれども、ダークライに行ってしまった時点でダークライにチャンスがつくか、ダークライと仲良くなれるか、どちらかというところだね。ダークライ残り5ゲージとなってます。ここポケサブレもしかして1枚あげといた方がいいとかいう説あるかな。あなたにはあげますで一応さ、ニュームーンデーでも最速満腹ってあるらしいと聞いているので、私ね、運がいいことにまだ聞いたことがないんだけど、ニュームーンデーの最速満腹あるらしいと聞いているので、次さ、残り、次信頼を獲得すると残り2ゲージになるわけなんだけど、そこでさ、最速満腹は2枚食べれるから問題ないか。じゃあ、次回でいいかその時ね、ボーナスサブレを上げる流れになるかもしれないしね。オッケー。じゃあせっかくなのでこちらもね、呼びつけましたお香で出現してくれた達兵衛の方をお迎えする流れでいこうかな。いやー、ちょっとさ、メインスキルの種を交換しないのマジで、なんか謎の罪悪感みたいなのが私の中にあるわ本当に交換しなくていいのですかっていう。ね、まあでも3ポイントね。やっぱ1121ポイント本当にありがたかったわ、マジで。マジガチ行幸。さあ、ここはしっかりね、2体しか達兵衛おりませんので、反復横飛びって、お腹の上の子をお迎えさせてもらいまして、どうする？もう1体の達兵衛。いやー、いっとかない。いや、どうしようかな。1ゲージで止めといてもいいのかもしれないし、むずむずといったところでも3枚交換しちゃう、とりあえず。いや、どうしよう。スーパーサブでさ、やっぱナックラーが一番の狙いだから、ナックラーに取っといた方がいいんじゃないっていう気持ちがある。ないし、バケッチャでもいいな。それ考えたらやっぱ達兵衛じゃないのかな。いや、冷静に。いや、でもメインスキルの種を今月交換しないつもりではいるが。いや、でも多分ね、ホリデーまで私、あれだ、EX 行くと思うんだよね。アンバーにこもらないと思うんだ。で、EX は、アーバーは出てこないんだけど、キャタピー、チルッとは出てくるから、そっちで探せるって考えると、ホリデー、ガチのホリデーでアメブーストをするのだとしたら、今ここで、アンバー渓谷登場キャンペーンのタイミングで、達兵衛をお迎えするしかないから、これ、ひよったらダメかもしんない。まあ、ナックラーも同じことが言えるんだけど。うわ、大成功ありがとう。スーパーサブレをナックラー用に取っておいてくれよなってこと。でもあなた、満腹になってしまったら意味がないわ。オッケー、ありがとう。ねえ、今ついね、この謎の、ね、女性言葉みたいになってしまったので、このまま会話を続けていたらね、あなたの、相手のライフはもうゼロよとか言い出すところだったわ。危なかった。完全に負けフラグを立てるところでした。次回、達兵衛、デュエルスタンバイってなるところだったんでね、口にしなくてよかったかなと
思います。ということで、まさかのドラゴンの可能性を秘めた木の実のポケモン3体をお迎えしてダークライを無視するというですね、贅沢オブザリサーチといった中でおやつタイム終了していきましょう。ありがとうございました。バンギラスもまた何かの間違いでチャンスとかついて欲しいね。超成功してほしすぎる。OK、今日の1枚。このままお腹の上ね、達兵で行かせていただこうかなと思います。いいリサーチだったんだと思うわ。でもやっぱさ、ダークライもしっかり眠気パワー自体は使ってそうなんだよね。達兵衛とバンギラスとアーボの星さんだけでね、他、まだまだ全然余ってるから、やっぱダークライも使ってるんだよね。いまいちマジでダークライのが出てくる時のリサーチのあれわかんないので、もし詳しめにわかる人いたら教えていただけますと幸いです。リサーチ XP 目のかけらたくさんもらえてありがとうございました。ということで、チルッと達兵衛見ていきましょう。チルッとは金スキル確定してたよね。してたので、お敵の狙いたいね。レベルは14、寂しがり強そう。お手伝いスピードなんて上がってれば上がってるほどいいし、あなた元気チャージ持ってるから元気ダウンもまあギリギリなんとか自分でどうにかできるでしょうということで、ステータスドン SB519。もうちょい高くなるのかな。木の実 S だと木の実は2個でした。食材なんでしょうか。せーの、ぴょん。B タイプとなり、C タイプかとなりました。嬉しい。レベル60にね、ホリデーを使ってもギリならないかなぐらいの飴の量なので、非常にありがたい。卵を集められるポケモンがね、先ほどのデリバードちゃんぐらいしかね、まともなポケモンがおりませんので、そこ非常に助かるところであります。スキルレベルも1。これはお手伝いボーナスから木の実 S を持っていてくれるというね、綺麗な流れ期待したいと思います。サブスキルせーの、ぴょん金スキルは1個。まあそうなかなかね、2つ3つ出てきてはくれないんだよね。さっきのナックラさっきのナックラ来てくれそんなチルットでした。ありがとうチルット。いや、さっきのナックラーのサブスキルの感じでぜひ来てほしいな。達兵衛とかよろしくお願いします。でも EX ピア上がっててほしい。せっかちは一番いいかもしれない。まあ元気ダウンきついけど相当いい EXP 獲得量が上がってれば上がってるだけいいんだから、本当に。ステータス、でも金スキルは確定しておりません。ステータスドン。SP458 は絶対木の実 S じゃないなと思いました。はい。さあ、食材なんでしょうか。せーの、ぴょん。A タイプ。ねえ、まだ石住まいでも聞いたことないのに。達兵衛となってます。お手スピって達兵衛こんなもんだよ。最大処理数アップ ?M かな ?M だと思うわ。サブスキルせーの、ぴょん。食材もり。もう、これはナックラーでやってほしすぎるね。これナックラーだったら、ひっくり返らないみんな。私はひっくり返るよ。もう声ひっくり返ってるもんね、今ね。食 MS せっかち所持数アップ M ナックラーだったら、ね、もう、今日のサムネイル、厳選終了ってなってそうだよね。完全にね。さあ、達兵衛。まあ、金スキルね、ゆっくり目指していきましょう。最後の3体目の達兵衛見ていきましょう。でも、金スキルまでかなり近づいたぜ。よろしくな、達兵衛。こちらもメスの達兵衛。臆病。全然もう EXP 上がってれば上がってるだけいいんだから、ステータスドン。SP482 結構高いぜ。お手スピ下がってるにしては、結構高いな。なんだろうわかんない。お手スピアップ系かな。食材なんでしょうか。せーの、ぴょん。ABA タイプとなりました。一番エナジーが高いのがこれだったかな。お手スピ。あれでもお手スピ臆病で下がってる分だけ所持 L なんだ。よりいっぱい持てる子だ。さあ、じゃあそこ、他2つのサブスキルで、木の実 S、お手棒、よろしくお願いします。サブスキルせーの、ぴょん。金が2個見えた時のこのワクワクをみんな、あったワクワク。一旦金がここに2個あったということに対するワクワクがすごかったですね。ねえ、まあねこんなもんだよね。ということで、まあ明日、明後日、達兵衛ね、日和らずに行くか。ね、行って、ホリデーまでは多分 EX 漬けの日々になってしまうと思うので、なんとかね、いい出会いがあれば本当に嬉しいなといったところです。ということで、本日まででニュームーンデーの3日間は終了となりまして、残り2日間ね、まあ眠気パワーもかなり上がってきて、特にメインアカウントがね、200万眠気パワーとか、2億眠気パワーとか、超えてき始めちゃうんだけども、どうやらね、その、種ポケモン、達兵衛、石住まい、ナックラー、タチっ
で200万眠気パワーぐらい、2億眠気パワーぐらいを超え出すとちょっと出現率下がるみたいな、そっからやっぱねより強い寝顔のポケモンたちが抽選され出してくるのもあるしみたいな感じで、若干ね下がり出すラインなんじゃないかみたいなのをどっかで見たことがあるような気がするので、ちょっとねそういった変化も出てくるかもしれないということで、ドキドキしながらラスト2リサーチ ×2 回やっていきたいなと思います。厳選状況皆さんいかがでしょうかね。もういよいよね終わりが近づいてきております。アンバー渓谷登場キャンペーンですけど、最後まで諦めず、特にサブアカはね挑戦し続けていきたいなと思います。メインアカウントはもうだいぶ余生みたいな、もうポケサブレがないからしょうがないねそんな感じでやっていきましょう。残念ながら今月は色違いなしのニュームーンデーでした。また明日じゃあということでそれもやっていきたいと思います。852日目のリサーチ、今日も全然夜よろしくお願いします。ということでね、アンバー渓谷登場キャンペーン2週間目の6回目のリサーチ、いよいよスヤスヤタイプが出てしまったよというリサーチやっていきたいと思います。ちなみに昨日は眠りの約束を失敗しまして、今日も失敗しそうだなという現在であります。よろしくお願いいたします。おっと、星4ネガを2つ来たぜ。スヤスヤの最終枠っちゅうことか。さあということでね、昨日まであったニュームーンデーが終了いたしまして、メインアカウントは2億を超えてきました。2億1500万眠気パワーほどでスヤスヤで星4ネガオが2つある。つまりそういうことだよねというリサーチになりそうです。これぐらいまでねちょっと眠気パワーが上がってくると、もしかしてそれこそスヤスヤだと星4メタモンとかが出てきちゃって、新ポケモンたちの出現率が下がるみたいなこともあるのかもしれないね。今はね、小ピックアップが効いているから、まだ頑張ってくれるんじゃないかなと思うんですけど、大体ね、これぐらいの眠気パワーより先に行くと、どんどん種ポケモンたちの出現率が落ちていくというね、タイミングになってくるらしいので、今日、明日のリサーチがどんな感じになるのかね、期待しながら見ていきたいと思います。その前にスヤスヤだからね、ちょっとナックラーとか引けるかどうかわかんないんだけど、もう、サブレは全然ないので、できたらナックラーにボーナスサブレを上げて終えるみたいな余生になる気がするわ参りましょう。2億1500万眠気パワースヤスヤアンバー渓谷登場キャンペーン2週間目6回目のリサーチです。よろしくお願いします。でもな、お腹の上石妻、いやー、上見てみんなかわいい。ヨーギラスの星1寝顔のあれ何寝だっけ、ぺったり寝だっけ、忘れちゃった。ヨーギラスの星1ぺったり寝ではなかったような気がするけど、ぺったり感が見事に再現されてるぜ。かわいすぎる、いい顔すぎるということでヨーギラス寝になるのかな。しっかりと寝顔も観察させてもらって、すやすや寝てます。よろしくどうぞ。うわー、眠気パワーどんぐらい、メタモンの星4ネガをヨーギラスネなんですけど、この眠気パワーの消費量さ、ゲンガーネとかより全然少なくない？ゲンガーネ結構高かったよね。やっぱヨーギラスだからなのかな。海流ネとはどれぐらい違ったっけ？海流ネはこんなもんだったんだっけね。うわ、でもヨーギラスネは意外と出現頻度高いのかもしれないなと思わせてもらえるような、そんなリサーチ XP 夢のかけらとなりました。他のポケモンの姿に変身したまま眠ってしまった姿が各地で報告されているよ。力が抜けると元の姿に戻ってしまうから、この姿はとても珍しいんだ。メタモンのヨーギラスネとなりました。ゼニガメネだけね見たことないんですよね、私ねえ、シアンでどっかで見たい。シアン EX で見られなそうだなしばらくね。そんなメタモンでした。ありがとうメタモン、嬉しい。そしてお腹の上には石住まいがいたね。タツレイのお腹の上だけねまだ、見たことないので、メインアカウントでは。なのでね、ちょっとタツベイに来てほしかったんだけど、でもお香で呼んだ子じゃないんだこの子は。でもう一体必ず石住まいが来ているというリサーチになっております。さあ周り見ていきましょう。できたらナックラーがいいかな。やっぱ石住まい、ナックラーだな。あとはバケッチャとかなんだけど、蜜を舐めてるのはヘラクロス先輩だね。メスのヘラクロスとなりました。今回スヤスヤだったから、最終枠っぽい子はコックリネのプラスで高まりなんだ。でかい、こっちかって感じだね。コックリはねプラスルかマイなんかラッキーかと
いったところになってます。この子が最終枠、すやすやのね、最終枠で来てくれたっていう可能性も大いにあるのかな。ラッキーの星に寝顔でした。そして、達兵衛が来ていて、ヨーギラスじゃないと、ナックラはちょっと厳しいかな。まだ、石住まいもどこかで出てきますが、星3寝顔は、から大事ねか。から大事にしてほしすぎますよ。よろしく。ガス抜きは、サナギラス先輩。ってことは、ナックラはいないかな。あと1体とかだよね、多分。ニューネガオどちらサナギラスから大事にしてる。サナギラスです。伸びーんってしてる。ぴょんぴょんもしてる。かわいい。ちょっと起きちゃってる。これサナギラスの何ねガス抜きねはね、ガス噴射しながらバターンって倒れる寝顔だっていうのは記憶があるんだけど、なんかブルブルしながら伸びーんってしてるね。何ねなんだろうブルブルね。そんな名前の寝顔がサナギラスにあったような気がしないでもないんだけど。ね、ぴょこぴょこ。なんか嬉しい夢でも見てそうな感じに見えるよね。星に寝顔ブルブルね。でした。なんかね、多分サブアカでは見たことあるのかな。そんな名前だったような気がしたぜ。サナギラス。でも結構サナギラスも出会えるな。これにてサナギラスはコンプリートとなりました。サナギラが寝ている時もじっとしていないよ。眠っていても体内のガスを吹き出してロケットのように空高く飛んでいってしまうことがあると言われているんだ。それは星3寝顔。ガス抜き寝で見られるかなと思います。ちょっとガス抜き寝のガス噴射する瞬間も見ていこうか。どういった来るね。ボーンこれね、この瞬間で空高く飛んでっちゃうことがあるらしいぜってことで、お香で呼び出した石住まいもしっかり星3寝顔来てくれて、雨的にも嬉しいけど、残念ながら一番の狙いであるところのナックラーは来てくれず、サブレも今全然ないので、で、明日がね、アンバー渓谷登場キャンペーンの最後のリサーチになるんだけど、あさってからは若草 EX に行ってしまおうかなと思っているので、今手元にいるフライゴンちゃんを、ナックラーをフライゴンまで育てる流れだと思う。育てる流れだと思うわ。そうなんじゃないかな。明日色違いが出てきても神個体とかでもない限りそうなるんじゃないかなと思います。誰にもチャンスはつかずおやつタイムやっていきましょう。ラッキーが結構ゲットできそうな雰囲気でこちらを見ていてくれていますが、どうする？達兵衛、ここメインアカウントはね、木の実のポケモンがバタフリー、海竜いるので、達兵衛のね、優先度はかなり下げて考えているんだけど、さすがに静まいなのかこれ。でももう行くんだろ、ナックラ行くんだろ俺は。でも石住まいラッキー、ラッキーは後回しでいいわマジで。AAA デリバードがいるので、ラッキーはガチの後回しでよくて、サブレはポケサブレ0枚だからもうボーナスサブレ上げて終わりですね。ちょっとラッキーを5タップしてしまって、ちょっと気を持たせてしまいましたが、本日は、せっかくだからお香で呼んだ子にしとくか。なんとなく。マジのなんとなく。この子にボーナスサブレ上げて、終わりにしていこうかなと思います。石住まいもフレンドレベル10を目指して、のんびり厳選していって、スキルレベルアップ M 持ちの子を、どっかでお迎えして、そのうちアボカド集めに参戦してもらおうかななんて思います。ということで、はちゃめちゃまったりね、もうキャンペーンも終わり間近だなというそんなね、若干の哀愁漂うリサーチで終えていきたいと思います。今日の1枚はね、もちろんこのヨーギラスね、可愛すぎるのでぜひともというところではあるんだけど、達兵衛の顔にしておきたいかなと思います。ということで、やっぱラッキーが一番眠気パワー使ってるらしいぜ。石住まいのお腹の上ねよりヨーギラスねよりもラッキー星2の方が上だって上だってって感じなので、やっぱりあれかな、最終枠だったのかな、このラッキーが。うとうとの達兵衛の空飛び台根が一番眠気パワーを使っていなかったってことは、すやすやから絶食枠が出てきてないということなんだよね。なので眠気パワーが余ってて、それを一番消化できるラッキーの星2が選ばれたみたいな感じのリサーチだったのだろうと思われます。ということで、リサーチ XP はちゃめちゃ、そして夢のかけらもなかなかはちゃめちゃという6日目の
リサーチでした。まあでもやっぱ小ピックアップがあるからかなり達兵衛石妻出てきてくれていたので、明日色違いナックラーが突然出てきて神個体で育てることになってほしい。楽しみにしていきたいと思います。サブアカはまだまだサブで投げていきます。バトンタッチじゃあということでサブアカのリサーチやっていきたいと思います。日曜日の夜でスキルをストックしていてほしい皆さんといったところだね。だからアメサンキュー。ね、スキルの皆さんと一緒にね、スイ君を寝かせるのはやっぱちょっと違うよなというところもあり、スイ君もね、レベル60になったので、まあ日曜日はこんな感じで寝ていこうかなというところですね。ダークライのね、ナイトメアのデメリットがきついし、まだレベル6に上げて7に上げてないので、ダークライは明日の朝はスキル没収です。よろしくお願いします。という837日目のサブアカリサーチ、アンバ警告登場キャンペーン2週間目の6回目のリサーチ、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらはまだまだサブレに余裕ありけりといったところなんですけど、なんかの間違いでうとうと寝顔にはなってくれません。うとうと寝顔すやすやタイプとなりました。ちょっとね、ここまで続いていたぐっすりの流れが昨日寝るの遅かったのもあってか、若干ね、乱れました。今日も乱れてしまうのかもしれないなという恐れを抱きつつ、1億7700万眠気パワーのすやすやリサーチやっていきましょう。ヨーギラスネは出てきてないんだと思う。まあわかんない。お香も置いていたはずなので、お香の子がお腹の上にいたらヨーギラスネもあり得るのかなというところなんだけど、またさっきのすやすやとは違ったリサーチになってくれそうですし、さっきね、ぐっすりからナックラーは出てきてくれませんでしたので、ぜひとも出てきてほしいし、達兵衛とかもうみんなアンバーのポケモンたちをちょっとみんな結構ゴリッと狙いに行こう。最後の最後までね。今手元にあるポケサブレは全部スリープポイント交換所の分も含めて使い切っちまうぞぐらいの気持ちで戦いに挑みたいなと思います。1億7700万眠気パワーのアンバー警告登場キャンペーンすやすや参ります。まずお腹の上にお香の子がいるかどうか、石住まいはお香の子である可能性がないです。達兵衛です。達兵衛ですということで、達兵衛は落ちたままですがね、メインアカウントと同じくお腹の上には石住まいがいるスタートとなりました。飴的には非常にありがとうだね。石住まいの飴が多分フレンドリサーチ人気、どうしてもね、ウトウトが達兵衛とバケッチェがいるっていう関係からね、石住まいの飴今後もなかなか送られてこないんじゃないかなと思うんですよね。それ考えるとやっぱ自力のリサーチでどれだけ達兵衛引けて、石住まい引けてるかっていうのは育てやすさに1個関わってくるんじゃないかなと思ってます。さあ、すやすや丸まりね、あちゃんも絶食枠っぽい子たちもちらほら見えるならなんかでかい子が眠気パワーをどっこり使っている雰囲気もこれ感じるな。大胆ね。カイロスもまだまだそこまでは眠気パワー使ってないが、ナックラーいるかい？どうだい？ナックラーどうだい？ナックラーありがとう、嬉しい。ナックラーありがとう、嬉しい現象。未来予知ねのネイティをちゃんといったところ、意外とネイティを見かけるんだよね。別に絶食枠に入っているというわけでもないんだけど、たまたまだとは思いますがといったところ、そういえばさっきのリサーチ人影とか全然出てこなかったけど、絶食枠まで行ってなかったっぽいから、そりゃそうだよなということで、ゆらゆら僕の心を押してくれていたのは、さっきのラッキーから一段階進化しましてのハピナスでした。下には夢食いしているムンナもおりましてといったところ、ラッキーからハピナスになるとどれぐらい増えるリサーチ？うわ、すごい増えてる。 1.5 倍ぐらい、2倍ぐらいになってんじゃないかな。消費量すごいぜ。でもこの子が絶食枠最終枠で来てくれてる可能性もあるのかなと思いますね。多分ね、このフィールドの今いるポケモンの中ではぶっちぎりで一番強いのハピナスなので、意外とこれぐらいの眠気パワーでリサーチしてると、ハピナスの星2とかラッキーの星2とか最終枠的な感じで出会うことも多いのかもしんない。意外と狙えるかもね。すやすやでラッキーハピナス。まあね、ちょっと1400スリープポイント払ってピンプクをゲットするか、もうちょっとゲットするのはすごい大変なんだけどラキハピ狙うというのも一個選択肢に入ってくるのかもしれないし、まああれだね、今回争点になるのは石住まい達兵衛ナックラーは1体ずつしかいないので、満腹怖すぎ TV で進めていかなければならないといったところですね。まとめてリサーチしておやつタイム入っていきましょう。まあハピナスの星2がいて絶食枠に入ってるポケモンがアチャモの星1しかいないっていうところを考えると、シンプルに絶食枠発動せず、さっきのねメインアカウントみたいに眠気パワーが余っていて最終枠でハピナスの星2が来たって考える方が自然なのかもなとちょっと思いまして、チャンスが
アチャモか。噂をすれば、アチャモ達兵衛。ありがとう、達兵衛。からの、オッケーオッケーオッケー。ありがとう、達兵衛すぎるだろ、それは。ただ、アチャモも、さすがにサブレあげたいよな。あと9枚なんですけど、もう全部交換しちゃういっそ。するか。別にこれを全部交換しても、ね、今月のメインスキルの種はもうこの時点で取れなくな。ギリ取れるか取れないかぐらいだとは思うんだけど、ちょっと待って。あっちゃんも、でもあっちゃんも、いや、行くか。さすがに行くか、あっちゃんも。チャンスついたら。さすがに行くわ。待って。何を話そうと思ってたんだっけ。そう、別に EX チケットが取れなくなるということはないので、一旦全交換で、全集中の構えでいこう。で、たっちゃんはもう来てくれたからには、ボーナスサブレで、行っちまうか。角ゲットしちゃおう。まあもちろんね、10% 超成功の確率もあるし、これまでメインアカウント、サブアカウント、本当に全然超成功出てくれてないので、確率的にはね、そろそろ、2倍ハマり、3倍ハマりしてそうな気はするんだけど、といったところで、OK、じゃあ先石住まいでやっていくか。スーパーサブレは、でもナックラーに使った方がいいなと思うから、とりあえず2枚ずつあげるか。2枚ずつあげて、ナックラーが満腹にならなければ、じゃあ先にナックラーをお迎えしたっていいんじゃないですか。ナック、嬉しい石住まいOK、分かったよって。私スーパーサブレいらないよってしてくれて、さらに満腹じゃないんだよね。OK。なんていい子。なんていい石住まいなんだ。お迎えしたぜ。育てたいこのいい石住まい。ちょっとスキル得意であってほしい。穏やかとかでもいいよ。なんか性格合いそうだもんね。わかんないけど。ねえ、よろしくお願いします。あなたはうっかりであれ。常にうっかりしていてくれ。っていうか、うっかり屋のナックラーってめちゃめちゃ似合わない。うっかりしてそうな、してってほしいもんな。全然なんか、獲物が砂嵐なんていうの、砂地獄に落ちているのに、なんか気にせず寝ちゃっているナックラーとかもちょっと可愛いもんな。ねえ、極力うっかりしていてほしくて満腹じゃないんだな。OK、じゃあ、行こうじゃないか、スーパーサブレ。どうするね、今後。ハイパーサブレ、明日のリサーチ。ハイパーサブレ、使うべき。さすがにハイパーはキープ。かな。ダークライに、チャンスついた時とかが良くないわかんない。ミカルゲにチャンスがついて、ミカルゲも、A アボカド、B カボチャとか、全然あり得ると思うんだよね、エナジー的には。なんか合わせてきたなって感じがちょっとするから、ね、そういうところで、チャンスついたミカルゲにサブレあげるっていう展開は正直あると思うから、一旦キープしとくか。デカ盛りまではキープしておこうかなと思います。ということで、まさかの、まあでもハピナスも行きたいけど、チャンスついてくれたな。その時ハイパーサブレだな。まさかの達兵衛石爪ナックラ全員お迎えできるという行幸リサーチになってくれました。ありがとう。ということで、雨ブースト用の雨を達兵衛皆さんに送っておきたいなと思います。ということで、やっぱり一番眠気パワーを使っていたのはもう余裕でハピナスでした。そんな感じのリサーチだったね。いや、雨も嬉しいね。本当に達兵衛もしっかり星3ネガを引けたので、そこもありがとうといったところでした。リサーチ EXP 夢のかけら最終的にこんな感じになりました。ハピナスがね、どうしてもリサーチ EXP 多めの配分になっているので、夢のかけらは達兵衛星さんがあってもこんなもんといったところでしたね。まあ、若干眠気パワーも余ってたのかな、どうだろうね。ということで、まずは達兵衛から見ていきましょう。フレンドレベル10が明日狙えるかもしれない素直な達兵衛となっています。ステータスの SP 高いな、548。でも木の実は2つだ。食材なんでしょうか。せーの、ぴょん。ABA タイプとなりました。一番エナジーが高いタイプ、お手スピが速いわけではないこんなもんだったっけね。達は最大所持数アップ L ね。最大所持数アップ L の達兵衛を見すぎてないかなんか、達兵衛で最大所持数アップ L ねっていうの3回目ぐらいの記憶なんだけど、サブスキル見ていきましょう。せーの、ぴょん。木の見えさあるよ。一応。すごく一応ではある。木の見えさあるよ。すごく一応木の見えさある達兵衛。来ました。まあね、お手スピモリモリであればあるだけ達兵衛なんかはいいんだけど、スイ君がお手伝いブースト持ちがいるので、ワンチャン、もうもう育てていくかもしれない。木の実のポケモンもいないし。まあ、達兵衛2体育てるのはちょっと現実的じゃなさすぎる気はするのだけれども、どうしようね。まあ、次行きましょうか。石住まい。
さあ、性格もなんかすごいいい。生意気じゃなさそうだな。でもこのね、ずぶといなんだね、石住まいね。ずぶとい石住まいでした。ずぶといでもあんまなさそうだけど、ステータスドン SP557 かなり高い。ずぶといで元気上がってるからっていうのはあるけど、SP 下がってるからな。これかなり高いぞ、SP。食材なんでしょうか。せーの、ぴょん。C タイプとなりました。いいよ、悪くないです。お手すぴはずぶといで下がってる分だけかな。ショジエルだね。ショジエルに好かれすぎてないか。待ってね。ショジエル、スキルレベルアップ M、スキル確率アップ M、育てる。ショジエル、スキルレベルアップ M、食材確率アップ M、ちょい微妙か。スキル確率アップ M、スキルレベルアップ M が欲しいわ。サブスキル、せーの、ほんおむずスキルレベルアップ M は確かに持っていてくれたが、石住まいのこの飴の量でレベル50いつなんだ問題もありつつ、スキルの補正はない。食材の補正もない。でも、ショジエルはあって、お手スピ M があれば、ダウンしている分は余裕で、余裕ではないんだけど、書き消すことができる。いや、育ててるかもしれない感じの石住まいだぜ、これ。だぜとか言って、問題はスキルレベルをでも育てることになったら多分7まで上げてるよ、俺は。ね、メインスキルの種3個でレベル7までいけるので、ちょっとこれアメと相談だな。アメブーストとアメと相談石住まいちゃんかなと思います。フレンドレベルね、10前ではあるんだけど、スキルレベルアップ M をレベル50以内に持っていてくれた。なかなかね、本当に気の利く、でもずぶとい石住まいでありました。気は利くけどマイペースなんだな。いい石住まいと出会いましたね。そして最後、こちらは金スキル確定してしまってるんですが、なんかいいことをこれナックラーです。よろしくお願いします。うっかりやであれ、穏やかは石住まいでやってほしかったんだ。できたらだけど、ステータスドン SP429 結構低い。いいよ。いいのか。低すぎやしないか。スキル確定、でもあれ、金スキルは確定してるから、これ穏やかが低いんだね。キノミエスではなかったです。食材なんでしょうか。せーの、ぴょんC タイプと、B タイプと、C タイプと。なりました。いいぜ、あとは、ここのスキルレベルが3ではなく、お手伝いボーナス、食材確率アップ M。あなたは育てますか？イエス。サブスキル見ていきましょう。せーの、ほっ食 S？ 食 S？食 S だと、すでに手元にいる子が、食 S の、無補正とかだっけ？なんか違うな。なんか下がってた。忘れちゃった。元気ダウンとかだった気がするわ。なんかおとなしいとかだったわ。みんなスキル上げ。ナックラースキル上げの子に愛されすぎているが、そんな感じだったと思うので、さすがにそっちにするかな？お手スピダウンの方が多分きついもんね。ギリ。多分。といったナックラーでした。もしかしたらちょっとこっちの子の方を育てている可能性もありますね。食材確率アップ S はね、これ確定で M に金種ガチャできますし、所持 S も普通にありがたいので、ね、どこまで育てるかはかなり謎ではあるものの、そんなナックラーでした。ということで、残すリサーチは明日の最終日のリサーチを残すのみとなりました。いやー、でもサブアカウントは本当にかなりバランスよくポケモンたちゲットしてて、達兵衛も次でフレンドレベル10、石住まいは次の次でフレンドレベル10って感じになってくるので、もう個人的には達兵衛と石住まいはフレンドレベル10からかなーなんてちょっと思ってるところが、石住まいはね、諸説ありすぎるんだけど、スキル確率とかがやっぱこっちで上がっててもらえる方がもちろん嬉しいから、特にサブアカメインスキルの種にも余裕あるしね、みたいなところで、明日は、それでもポケサブレまだ若干の余裕があるので、1、2体最後にお迎えして、なんか神個体と出会って、優秀の美を飾ってデカ盛り料理ウィークでアボカド料理が作れるみたいな展開になったら本当に嬉しいなと。達兵衛は多分ホリデーまではお預けで、ホリデーでアメブーストをもし育てる子がゲットできたらしていくことになるかなと思います。そんな今週6回目の
リサーチでした。いや、ついにね、最後1日を残すのみとなって、これを過ぎると、しばらく私はアンバー渓谷に戻ってこなさそうなので、本当にね、同じようなルートをたどる方も、最後の1日素敵な出会いがあり散らかすことを願っておきます。それではまた明日、おやすみなさーい。またねー。じゃーすということで、それぽやっていきたいと思います。853日目のリサーチ、アンバー渓谷登場キャンペーン最終日のリサーチを後付け実況でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、最終日にしてリアタイできなかったわけなんですけれども、なかなかね、強い絵が撮れましたので、ぜひとも楽しみに見ていっていただけたらなと思います。ということで、最終日メインアカウント、ぐっすりタイプとなりました。見ていきましょう。もうね、昨日ぐらいの時点でね、眠気パワー2億を超えていたわけなんですけれども、最終的に2億4480万眠気パワーぐらいでのフィニッシュとなりました。マスター5だか6だかそんぐらいだったんだっけな。やっぱメインアカウントはね、バタフリー、海竜がいるおかげか、かなり安定して眠気パワーこれぐらいまでは、ね、今フィールドボーナス 10% とかかな。でも出していけるので、アンバーはそんなに大変じゃないかも。まあ上を目指そうと思うとめちゃめちゃ大変なんだけどね、いつかボーマンダの寝顔とかは見られるんでしょうか。ぐっすりリサーチ最終日やっていきましょう。アンバー渓谷登場キャンペーンお腹の上ね立つべーということで、これがずっと見たかったんやで、嬉しいね、本日お香ね7個ミッションも地味に進めておりまして、最後パルデアウパーのお香でフィニッシュしたんですけど、上にはねパルデアウパーちゃんちょこっといてくれましたが、お腹の上ね立つべだけねずっと見られてなくて、ナックラーとか石住まいはお腹の上ねちょいちょい見れたんだけど、いや立つべ最終日に引くかねってことで、ここは本当に幸運を発揮できたのかなというところでした。大空を飛ぶことができる日を心待ちにし、毎日崖から飛び降り体を鍛えている。夢の中でも訓練しているのか、眠っている間も腕をバタつかせていることのある達兵衛、これにてコンプリートとなりました。これでメインアカウントは達兵衛、ナックラー、石住まい3体の全ての寝顔4つねコンプリートすることができました。ありがてえ。これでね、なんかグッドスリープデーのタイミングとか、今後はビブラーバーとかコモルーとかイーワーパレスとかの寝顔を埋めていけると楽しくなりそうだななんて思います。ストレッチネのナックラーも来てくれていて、左にはね羽を休めている2体がいるよとまあなんならこれバタフリーも羽休めてそうだからね、みんなめちゃめちゃアンバー渓谷でね羽を休めていますという感じになってます。あれだよね、多分さアンバー渓谷ってあったかそうだからさ、サボテンとかが生息しててナックラーもいるみたいな感じで、なんかね床暖房みたいな感じになってそうな気がちょっとするね。まあ実際どうかはわかんないけど、かなりね暖かくて、この地面がねすごい過ごしやすそうなんじゃないかななんて思ったりします。モグリネのねカイロスとニューネ顔ということで、まさかのネイティを来てくれました。ネイティをね全然寝顔埋まってなかったんだよねということで、ちょっと観察させてもらいましょう。これがネイティオの星3寝顔になるはずですね。まあでも基本的にはね微動だにせず寝てるんだよね。もう呼吸の動き、最低限だけの動きというところから羽を一回しまってスンとしてからパーこれは何の動きなんだろうねっていうか、羽を広げている状態がなんだろう、寝やすいのかな、ね、横になってる時はこれの方が寝やすいのかなというネイティオの星3寝顔羽広げ寝でありました。ようやく見れたけど、ネイティオの星3マジ眠気パワー消費かなりすごいよね。フレンドポイント12のポケモンとは思えないぜって感じなんだけど、まあそれで言ったらフアライドみたいなねとんでもないポケモンもいるわけなんだけど、ネイティオは残すところお腹の上でのみとなっています。太陽を見つめたままほとんど動かないのは未来を見通しているからだと考えられているよ。翼を大きく動かして眠っている時は未来を見通していないのかもということなので、まあこれがね一番ネイティオにとってはこう何も考えずにぐっすり眠れているというリサーチになっているのかもなというところであります。そして最後ナックラーの星3ネガをもぐりネが来てくれて以上の9体でアンバー渓谷登場キャンペーンラストのリサーチフィニッシュとなりました。最後の最後までねしっかりナックラーとかタツベイとか来てくれて、雨的にもとてもありがたかったですね。ビブラーバ、コモル、イワパレスは
みんな1回ずつとか、コモルーはもうちょっと見てるかな。なんかね、そんな感じだったかなと思うので、まあ、小ピックアップ外れてからどれだけ出てきてくれるかなというところなんだけど、意外と出てこないかもなとちょっと思ってます。どうなるだろうね。雨集まりやすさに関係してくるかなと思うので、今後要注目ということで、ぜひね、アンバー渓谷残留されている方々、どんなリサーチだよっていうのはね、今後教えていただけたらなと思います。ということで、全てのポケモンのリサーチを完了していくんですが、チャンスがナックラー、カタツベエかナックラーについて欲しくて行き過ぎなんだよね。バタフリーからのナックラー。ありがとうということでね、サブレが壊滅的にもうなくなってしまっているパルなので、最終日にしてナックラー出てきてくれてもお迎えまでできないかなと思ってたんですが、このチャンスにより最終日もね、ナックラーガチャをやらせていただけるということで、メインアカウントはなんと18体この2週間でお迎えすることができました。本当にサブレは空っぽということになっております。これは本当に助かったね。ということで、ちょっとね、バタフリーちゃんもね、木の実のポケモンなので、まあ、進化後をゲットしてもいいかなと思ってるところはあるんですけど、チャンスね、ちょっとそのまま忍びないんですが、お帰りいただいて、またの機会をよろしくお願いしますして、ね、もうサブレがこれ以上ないので、何もできることはないということで、今日の1枚達兵衛にして、終えていこうかなと思います。いや、マジで嬉しかった最終日チャンスで、本当に助かるわ。ということで、ネガオ的にはぐっすりで一番眠気パワーを使っていたのはナックラーということになっていたので、まあ、ここが最終枠的な何がしだったんですか何がしだったんですかというリサーチだね。でもめちゃめちゃいいリサーチになってくれたと思います。リサーチ XP1 万4000超え、夢のかけらも2万2000超えということなので、いい感じだったと思いますね。めちゃめちゃしっかりと使い切れてそうなリサーチでした。本当に最終日までとても面白かったです。ということで、正真正銘最後のメインアカウントナックラー見ていきたいと思います。まあ最後って言ってもね、まだまだね、ナックラー今後もお迎えしていくつもりなんですけど、やんちゃとてもいい。メインスキル確率下げはもう全部当たりだと思ってるから、ナックラーに関しては。やんちゃとてつもなくいいです。SP443 が若干低いのがね、怖いね。若干低いんだよね。さあ、ということで、食材 AAC タイプとなりまして、今育てようと思ってる子が AAA の食材確率補正ない子なんだけど、エナチャのレベルが3なので、なんとかレベル25に食材確率アップ M を持っていてくれたらあまりにも嬉しいんで見ていくんですけど、木の実の数 S スキル確率アップ M 性格やんちゃということで、絶妙に食材以外の何かになりたかったナックラー。ってことでね、スキルレベルが3のナックラー何回見たよ。そんな感じでね、なんか食材方面頑張りたいナックラーにはマジで全然出会えなかったか、食材構成がね、アボカド寄りではなかったかという、本当にね、食材厳選の大変さをこの2週間は改めてね、痛感する2週間だったかなと思いますが、まだサブアカ最後の希望を持ってバトンタッチしていきたいと思います。ありがとうナックラー、また会う日まで。じゃあ、ということで、サブアカのリサーチやっていきたいと思います。そう、また会う日までの名の通り、メインアカウントもサブアカウントもともに若草 EX に来ております。これからホリデーまでおそらく EX 付けの日々になるんじゃないかなと思うので、もしかすると、変わり映えのないデカ盛りが来てくれるのでね、ちょっとそこでミカルゲはドキドキしながら待ちたいななんて思うんですけれども、変わり映えのしない絵が続きかねないんですけれども、よかったらね、ぜひまた、毎日のリサーチ覗いていただけたらなと思います。ちょいちょいね、ためになりそうな、ならなそうな、そんなお話もしていけたらなということなんだけど、今週ね、サブアカウントは水、フェアリー、岩タイプの木の実になったんですが、岩タイプ0体と、いうことで、岩とドラゴンがね、今0体なんだよね。なので、どうせね、EX 来てたら、一緒に20時間寝ると飴がもらえるので、そのタイプの飴がもらえるので、ゲットしていきたいところなんだけど、ねということで、岩タイプもどこかでお迎えしていきたい。まあ、ヨーギラスがいいよね、岩なら。
ねえ、どこかでお迎えしていきたいんだけども、バンギラスはいるんだけどね、悪タイプになっちゃうからね、難しいよね。ということで、サブアカウントの最終日のリサーチもやっていきたいと思います。サブアカウントの方がぐっすりタイプかなり多めの配分となりまして、最後もぐっすりで、やっていくことになりますので、さっきのね、メインアカウントのリサーチとどれだけ違いが出るのかというところにも注目ですね。さっきのメインアカウントのリサーチはね、ぐっすりで眠気パワーを多く使ってるっていうポケモンが多かったリサーチではなかったので、なんかね、すやすやか、うとうとかみたいな雰囲気を醸し出してたんですが、眠気パワーは2億ちょっと超えということで、ここもね、フィールドボーナス 10% の恩恵がちょっと出てて、かなり楽にではないんだけど、ね、ちょっと頑張れば、マスターさんのお香はもらえるという感じなので、にっこりやっていきたいと思います。お腹の上ね。すごいんだ、これが。いや、もうびっくりしたよ、本当に。ウォーグルの色違いもさ、勇壮すぎない？もうね、かっこいいんだ、これね。もうな、外、すごい突然の救急車も今ね、来だしましたけれども。ね、ウォーグルのお腹の上ね、しかもニューネガバだったんだよね。初リサーチとなりました。確かね、ムケパワー消費は1億4000万、5000万、その類とかだったかなと思います。そう、通常の色は赤で、尻尾がね、先から順に青、黄色、赤ってなってるんだけど、色違いのオーグルは青がメインで、先が赤、黄色、青になってるんだよね。反転してるというか、ね、色の順番が逆になってる。そんなね、ウォーグルとなっております。あとね、星2寝顔だけ見たことないよってことで、どっかでね、まあ、グッドスリープデーとかになるかな、見られたらなというところなんですけれどもね、お腹の上で立つべが、どっちのアカウントでも見れてなかったので、最終日来てくれたらな、なんて思ってたんですけども、とんでもない大物がお腹の上にいてくれるというスタートになりました。ぐっすりの最終枠とかでお腹の上に空いてたのかな。まあ、なかなかそんなこともなさそうな気がするから、シンプルにウォーグルが選ばれたよっていうリサーチだったんじゃないかなと思いますね。マジで度肝抜かれたぜ。ということで、先週はナックラーの色違いが来てくれたりとか、で、ニュームーンデーの時はね、鳴かず飛ばずだったんだけど、なんかそうじゃないところでね、謎にピーちゃんとかまで来てくれてて、このピーちゃんは、ぐっすりタイプの絶食枠である可能性があるなと思ってるんだけど、ね、なかなか見ないポケモン、珍しいところを引いていったものの、最も狙いたいのはそうもちろんナックラーだったり、達兵衛石住まいとなっているので、彼らを引いてほしいし、彼らの色違いだとめちゃめちゃ嬉しいしというところではあるんだけど、さっきのね、食材構成とサブスキルとみたいな話で、本当にね、絶妙に噛み合ってくれないとね、なかなか採用まではいけないぜってことで、運をね、どこで使うのかみたいなのって本当にまあ使うもクソもないんだけど、やっぱね、オカルターとしてはそういうこと言っていきたいなという気持ちもあるのでねえ、絶妙にこの運のままね、ナックラーたちがもうなんかすごいことなってくれよっていうね、気持ちで最後のリサーチやっていきたいと思います。でもね、ナックラーも2体出てきてくれたので、逃さずにね、1体はしっかりお迎えすることが確定したっぽいという中で、とてもありがたいラストリサーチになってくれたかなと思います。ラストのリサーチでね、やっぱ、ナックラーとかのね、ゲットなしで終わっちゃうのもちょっと寂しいし、EX に来てしまったというところからも、まあ、今後ね、ナックラーのゲットとかがなかなかできないということも考えると、やっぱり最終日ね、悔いなく終えられそうで本当に嬉しいです。まあもう終えたんだけどということでね、11月分のポケサブレはもうすでに交換済みで手元に3枚しかポケサブレがないということで、ナックラーたちもね、こうばっこり来てくれはしたんだけど、お迎えできるのは1体かなというところとなっております。ウォーグルありがとう、このモーション見れるのも嬉しいぜといったところで、そしてね、メインアカウントに引き続き最後の最後でナックラーにチャンスがどっちのアカウントでも飛んでくれるということで、何がしかの祝福的なサムシングを感じるよねということで、ポポポヒャーありがとうナックラーということで、ナックラーサブアカウントは11体のお迎えになったので、メインアカウントの方がね 1.5 倍以上ナックラーをお迎えできたという1週間だったね。その分ね、達兵衛をゲットしてるんだよね。達兵衛が最後ね、フレンドレベル9で止まっちゃったんだけど、8体お迎えしてて、メインアカウントは達兵衛1体しかお迎えしてないからね、まあ達兵衛の分を全部ナックラー
ゲットしたのがメインアカウントみたいな、まあそれだけね、出現もしてくれたんだけど、っていうような感じになりましたが、どっちのアカウントでもね、本当に20数体、この2週間でお迎えしましたので、もう無課金としてはね、めちゃめちゃ、やっぱ1年に1回というか、これだけ本当にサブレを上げまくって、ポケモンをゲットしまくるっていうのは、1年に1回のお祭りだったな感がありますので、ね、最後ね、ウォーグルもお祭りにちょっと駆けつけてくれた的な色してたし最後にまたナックラーと、まあ、ウォーグルのステータス見て、終えていきたいなと。このアンバー渓谷登場キャンペーン、年に一度の無課金のね、サブレ投げ放題有限祭りをね、締めくくっていきたいなと思います。ということでね、まあ、ぐっすりピーちゃんナックラーは絶食枠だった可能性もあるのかなと思うので、本当にいいリサーチになってくれたと思います。ウォーグルお腹の上、石住まい星3、マイなんで、めちゃめちゃね、眠気パワーをほぼ全部使ったんじゃないかなっていう感じのリサーチだったので、本当に素敵なリサーチになってくれましたね。ラストリサーチどっちのアカウントも本当に良かったね。ってことで、ウォーグル見ていきましょう。レベルは21、控えめということで、それはナックラーでやってほしいといういつものやつではあるものの見ていきましょう。ウォーグルゲットしたの初めてだからちょっと SP の感じとかよくわかんないよね。食材 BB タイプとなりました。ウォーグルで一番食材のエナジーが高いのはこれだったんじゃないっけね。所持数が多いような気がしてるんだけど、ウォーグルって早いから所持数こんなもんだったっけね。もう忘れちゃってます。さあ、サブスキルなんでしょうか。木の実バーストのレベルも上がってなくて、ポン。食材確率アップ S、最大処理数アップ S、控えめということになっているので、これはぜひナックラーでやっていただいて、その上で AAA だった場合、さすがに育てるぜ。さすがに伯爵といったところで、でも色違いね、めちゃめちゃびっくりしたし、お腹の上でも埋められて本当に彩りを添えてくれたなと思います。ありがとう、ウォーグルって感じでした。ということで、正真正銘アンバー渓谷登場キャンペーンラストのにお迎えしたポケモンナックラー見ていきましょう。性格、テレアム補正いいよ。で、ここでやっぱね、つまずかないことが一個大事ではあるよね。SP468 ということで、さっきのこっちの子もね、金スキル確定してるんだけど、さっきの子よりは SP 高いぞということで、多分スキルレベルアップ M ではないんだけど、食材 ABC タイプということで、結局ここに阻まれてしまうんだよね。最後サブスキル見ていきましょう。せーの、ぴょん、お手干食 M。っていうね、もう下打ち、下手くそな下打ちも出るて。本当にお手干食 M なんだよね、もうさ。これでさ、AA、ないしは AAA、まあ、ワンチャン ABA でも育てたかもなというぐらいの、爆裂サブスキルだったわけなんだけど。本当にね、運がね、結局、どこまで噛み合うかっていうね、そういうゲームだよね。ということで、なんかね、私のリサーチのアンバー渓谷登場キャンペーンの締めにふさわしいというか、そんなね、絶妙な、めちゃめちゃ強いけど絶妙なナックラーでありました。以上で2週間続きました。アンバー渓谷登場キャンペーン終了となりまして、ここからホリデーまでしばらくの間、若草 EX に留まることになるので、またナックラーだったり達兵衛石妻に出会える日を楽しみにしつつやっていかなければならないんですけれども、これにてね、しばらくアンバーに行かないということで、アボカドのポケモンを一回もう腹決めてすでにいるナックラーを育ててしまおうということでね、もともとキープしていたおとなしい、もうおとなしいってどちらかというと無補正より悪いからね。無補正以下ではあるものの AA 食 S ナックラーちゃん、この子にもうサブスキルの種も使って、ここでね、確定で、食材確率アップ M にすることができますので、もう覚悟決めて使いました。はい。使ってさらにこのままレベル34フライゴン進化まで行ってしまいたいなと思いますので、ちょっとね、そこだけ皆さんに見届けていただいて、この動画締めていこうかなと思います。ということで、もう迷わずに行きましょう。しょうがない。ここからね、デカ盛りがあって、そこでレシピレベル上げしたいっていうのももちろんあるんだけど、ニューイヤーでもね、料理 1.25 倍来るんじゃないかなっていうことも考えて、一旦もう今いる子たちで、サブレもないしね、本当に。ミカルゲも私アボカド、かぼちゃ持ってきてくれるんじゃないかなって期待はしてるんだけど、もう一旦ここでやっぱ腹くくるしかないなと、決めるしかないなと
いうことで育てていきました。ちなみにメインアカウントも育てました、フライゴン。結局ね、AAA、お手棒ショジエルの無補正だったかなの子、食材確率系を一切持っていないフライゴンを育てました。しょうがない。ねえ、やっぱ理想的なね、子が来てくれたらもちろん一番いいんだけど、無課金はやっぱね、もうサブレがないっていうね、明確な締め切りみたいなところも一個あったし、私、メインアカウントゴールド級発電所の時はね、本当にしばらくコーヒーのポケモンに恵まれなくて、レベル25のクワガノンを使っていたみたいなところもあって、レベル25でクワガノンで、しかもクワガノンって進化するのに雷の石必要だからさ、それ比べたらもうよっぽどありがとうだよ、フライゴンは、マジで。ね、メインアカで育てた AAA の食材確率ない子にしたってね、もうそのね、苦労を思えば全然何の問題もないぜということなので、これからしばらくこのフライゴンちゃんたちと頑張ってね、アボカドの料理作っていきたいと思います。メインアカウントで、サブアカウントではスイくんいるし、メインアカウントではライコをホリデーで育てようかなと思っているので、その子たちと一緒に過ごせたらなと思います。ということで、せっかくなのでね、進化してもらったフライゴン出てもらいましたが、フライゴン結構でかいんだよね。やっぱね、人を背に乗せて飛んでいるシーンなんかアニメとか映画とかでもね、見たことある方いらっしゃるんじゃないかなと思うんだけど、それができるだけのね、本当に立派なボディでありまして、ナックラーの時点から結構でかいもんね。ってことで、このフライゴンとまた頑張っていきたいなと思います。喋っていたら、ダーク尺余りが発生してしまいました。以上、アンバー渓谷登場キャンペーンの2週間でした。また次にアンバーのポケモンたちと出会えるのを楽しみにしつつ、次回はデカ盛り料理ウィークに向けて食材を集める1週間やっていきたいと思います。また来週。